よし。で、私の代わりにデビキンに立っておいていただきまして、しばらく雑談するか。皆さんこんばんは。ちびしょうさん、ラムちゃん、ウランちゃん、よしさんこんばんは。まあまあまだ1時間ありますから。ビルキスさん、鶴巻さん、ピーちゃん、あずささん、あやかさんこんばんは。ゼベスさんこんばんは。マロスさんこんばんは。いはほさん、ひじりさん、かぐやさんか。とりてつさん、鈴木まさやさんも。起きてられるかどうかじゃないんだよ。仕事なんで。ひろみずきさんこんばんは。夜勤の看護師さんとかに起きてられるんですかみたいなと同じやで。そういうことちゃうのよ。ミラーすんのは公式のやつだね。ニコ生は別にミラー許可もらってないから。なので英語ちゃんと聞き取れる民とバイオ詳しい民とニコ生も見るぞの民の方はなんか分かんなかったところにぜひ補足してください。中村さん、ペヤングさんこんばんは。マリコさんこんばんは。三日月姫子さんこんばんは。デモゴルゴン愛好会さんこんばんは。あやめさんもこんばんは。ミュージコさんこんばんは。今年はね、なんかあれだな、日本でもオープンレックをニコ生も配信しますみたいな、公式でみたいな気合入ってんね。今年なんでこんな気合入ってんだろうね。去年はおのおのがミラー配信してたけど、ミカドさん、梅まよさん、しんじさんこんばんは。果汁グミのパイマジうまいよな。ある程度ね、なんか今日の目次みたいなのは公式がツイートしましたよ。なんだっけな。あったあった、番組概要。DbD5 年間の歩み、バイオチャプターお披露目、6年目開発ロードマップ、レルムビヨンドについて。レルムビヨンドってブライトのチャプター？違ったっけ？ゲームデザインについて5周年記念のお祝いだそうです。これちょっとあれに載せとくか、上の流れてる字幕に。あ、グラフィックアップデートのことを指してんのか。
去年の三角様は盛り上がったね。ちなみに俺はサイレントヒルやったことなかったんだけど、その後サイレントヒルをやりまして、サイレントヒル3をやって怖すぎてバチバチにビビりながらクリアしました。全然バイオ8より怖いと思う正直。開発ロードマップ4、5、6、あれフレディチャプターだっけ。チャプター名ちゃんと覚えてねえや。8は7の反動で、ホラーはそんなにですけど、まあ確かにね。三角すげえ強かったんだけどな。なんかじわじわ弱体化食らって見なくなっちゃったよね。まあ今でも戦いなんかないんだけどね、地獄の罰ちゃんと当ててくる人だったら。難しいからな。あの難しさをなんとかするぐらいだったら、ブライトとかナスカとか早くねってなる気がするよね。公式配信を見る、ザーシを見る配信で OK。 そうです。お疲れ、これは何配信？公式配信が2時からあるんで、それを見る配信です。新情報を見ます。キラーなんだと予想してますか？まあ去年の4が三角の頭に見えるっていうあの流れでいくとドミトレスク3姉妹あるんじゃないって思うけど、なんかちょっと安直すぎる気がするなっていうのと、ドミトレスク姉妹がキラーできた時の能力が想像つかなすぎるから正直わからん。まあ、バイオ俺1、4、8ぐらいしかやってないからね。合間の特徴的なキャラについてあんま知らないんで、その辺が出てきたらバイオファンの方ちょっと補足をお願いします。新マップは警察署が来ると嬉しいですね。警察署はバイオ何のあれなんだ、舞台なんだ。今のところ今回の5周年記念の情報は一切公表されてないんですが、字幕に出してますが、字幕というか上のスクロールに出してますが、目次だけ出てます。まあ大体いつもの周年放送こんな感じっていう目次だけどね。地獄のバスの射程無限アドオンください。欲しい。バイオは通電してもゲート開ける前にクランクでアクション起こさないだけ素晴らしい。クランク持ってこいよって言いながらクランクで開けよう。ドナのお屋敷の人形のところで見て本気でホラー弱かったと思ってますか？どういうこと？いや全然ホラー嫌いだよめっちゃやりたくなかったもん、あのステージ。一生ネタバレしろって叫んでたじゃん俺。5周年だからバイオ5から来ます。なんか5もやった気がするんだけど、いまいち覚えてないんだよ。マリモッコルさんこんばんは。ネメシスでロケ直し。ネメシスが2のやつだっけ？ 3 万人待機。そうだね、今3万2000人。結構10万ぐらい全然いくんじゃなかったっけ毎年。もっと言ってたっけな。でもなんかこの1年ですごい盛り上がった感じもあるから、今
年そうだね。いつもより盛り上がってるかもね。それこそ日本でも公式放送をプレとニコ生でやってるし。有田さんこんばんは。5なのにいつもの枠使わないの何があるんじゃないですか。いつもの枠っていうのは1005本のやつってこと？どうなんだろうね。でも数字が武器の形とかキラーの形ネタは去年やってんだよな。警察署は2か R1 やってないな。この放送でマッシュルの好感度は上がりますか？わかりません。いたずらラストさんこんばんは。村川さんこんばんは。キラー攻撃する系のパークが来るんじゃないかと恐れてます。バイオだからサバイは強いもん。クランクで殴ってくるなら許すわ。能力が想像つきませんが、ウェスカーかなと思っております。まあ、ありだね。あり。ラスボス感あるもんな、ウェスカー。ノーネームさんこんばんは。あれ、5がラスボスですか？なんか、船乗って、船の中探索してみたいな。あれ5だっけ？やった覚え、じわっとあるんだよな。すげえ昔に。ネメシス3、なるほど。罰が当たったら重症効果付与だけ追加してほしい。ありだね。どんであってもいいよね。ラクーン指定が来るか、警察署が来るか、はたまたアンブレラの研究例が来るか。警察署はなんかその逃げるっていうことに関してはすごいあれなのか。みんなの印象にあるステージなのか。2がまあなんか逃げるストーリーだもんね、確か。カインドさんこんばんは。また新規が増えて初心者解説の状態とかもガチ初心者解説俺ほんと最初に作ったやつから更新してないよな。更新した方がいいかな。なんか正直UI が変わったぐらいで言ってることあんま変わんないからどうなんだろうと思ってんだけど、昔の動画喋りのクオリティ低いから、今が高いとも言いませんが作り直してもいいよな。サバの新アイテムで銃が出てきそうってないっしょ。コラボサバミラジョボビッチだろ。R1 は神ゲーのでやる気。なるほど。ゴスフェの時も3周年の3の形からゴスフェって言ってる人いました。3とゴスフェってなんか関係あんの？バイオ7や8はやりましたが、8昨日ぐらいまで一生やってたからアーカイブ見てください。あとマーセナリーズ最後のステージだけトリプレス取ってない。こんばんは。キラーはベビー、サバイバーはデュークを希望します。サバイバーはデュークを希望します。マジ？転がるだけで板とか破壊するんじゃない？サバイバーなの。KY さんこんばんは。RE2 は面白いのでおすすめです。RE3 はおすすめしません。なぜ？チュートリアルの度合いとマッシュにしてくんないか。あり。ゾンビ犬がキラーで来ればネタで面白そう。能力がわかんないな。ゾンビ犬が板割ってるとこ想像できなくね？ BB さんこんばんは。ルナちゃん症候群さんこんばんは。2と3は RE もあるしやっぱ印象深い。RE って単純にリメイクっていう認識でいいの？合ってんのかな。サバイバー複数追加で衣装チェンジシリーズはありそうだよね。シリルがそうだったし。クローンスネークさんこんばんは。質問いいですか？どうぞどうぞ。2ならキラーはタイラント。そういえばキラー解説で全部終わったんですか？一部残ってるね。カジュアルは半分ぐらいやったと思うけど。半分もうちょいやったかな。俺使い込めてないやつも解説出しようがないから使い込まなきゃいけなくてね。なんとも。最近鬼とかちょいちょい使ってるけど。
キラー環境に救いをお願いします。まあ別に今の環境こんなもんじゃないって気がするけどね。なんかマッチングさえ早くなれば何でもいいって俺昔からずっと言ってるけど、マッチングが早ければ何でもいいんすよ。それが全てだと思う。バイオから新たに入ってくる新規の人にとってはキラーイコール悪役っていう固定観念が形成されそうなのは杞憂でしょうか。そうなのかな。わからん。今から入ってくる別ゲーバイオメインだった新規の人の心境はちょっと想像つかないな。ピルックルさんこんばんは。最近はキラー勉強してます。ありがとうございます。RE3 にはバイオレジスタンスという神ゲーがついてくるね。そういえば俺 RE3 持ってたわ。レジスタンスのために持ってたわ。やってないけど。バイオ1のタイラント来たら怖そうだから来てほしい。サバはエイダが来てほしいですが、イーさんとローズが来るとそうします。エイダも人気だよね。RE3 はホラーよりアクション。別にアクションゲーでいいんですよ、僕は。ホラーゲー嫌いなんで。始めてすぐの頃、初心者向け動画で壁に沿って走るの基本だからできないと厳しいって言っててしばらく絶望した。走り方も説明してますんで走ってください。個人的にはバイオ6のジェイクが着せ替えで出てほしい。どんなキャラだっけ？もう顔覚えてねえな。スクリーンは1、2、3あって3の形と3種類の形でしょ。そうなんだ。映画タイトルの3の3と一緒ってこと。感染系キラー来てプレイグと同じ道を歩まないでほしい。間違いない。ニコルさんこんばんは。初心者解説はある程度やり込んでからも勉強になります。できればリワークマップで解説出してほしい。なるほど。なんかマップ解説、リワークのマップ、そんなに需要ないかなと思ってやってなかったんだけど、みんなそんな見たいのか。作るか、じゃあ。結構な本数になるけど。なんか大枠変わってないからな。トラグさんこんばんは。ボロタイヤ手札公開は修正入ると思いますか？思いません。あのまま来た時点で入らないだろう。ミホーさんこんばんは。RE3 ははしょりすぎてリメイク前を考えると言いました。あ、そうなんだ。リメイクではしょるなんてことあるんだね。むしろ逆じゃない？普通。春巻さんこんばんは。一つ目のアーカイブに闇の感覚で4台直すってあると思うんですけど、実質不可能に感じるんですけど、どう思いますか？闇の感覚つけて4台直すだけじゃない？1試合でじゃないでしょ。キラーの足がどんどん速くなってきてて辛いです。そうなのか。あっちの渇望のことですか？渇望は板壊すか能力使うと切れるんで、それも加味してチェイスするのがサバイバーの楽しみだと思います。マリモさんこんばんは。ニンスさん、ココピーさんこんばんは。サバイバー2人はありじゃない？ストレンジャーシングスもそうだったし。ソラハラさんこんばんは。チャイさんこんばんは。これ今からミラーしますよ。キラーバイオ8の赤ちゃんだったらどうする？来ないっしょ。DbD は新規には厳しすぎる。まあ確かに。パークさえ揃えばね、練習しようかなっていう気になると思うんだけど、パーク集めるのがマジできついもんな。バイオ好きの人には DbD にバイオコラボ送るのあんまり気にしてないんじゃない？ああ、まあそうだね。配信画面映すんですか？配信画面映しますよ。バイオは78しか知らないので何が来ても楽しみですか？こんばんは。ツインズ解説出してほしい。ツインズはまあ結構使ったし、大会メンツ相手でも戦えるぐらいには使ってるから、まあ、出してもいいな。
グリムさんこんばんは。みんなタイラントとネメシスの予想してますが、マシュ個人の放送で魅力的だけど、キラーとしてはサイズが大きすぎて出せないって言ってました。まあ、確かにな。そうなると、ドミトレスク3姉妹結構有力なんじゃないか。クッキーさんこんばんは。ヤスキンさんこんばんは。解説動画最初の頃に楽しさを知るのに助けになりました。ありがたい。直前のアップデート以降、ドクターの電撃を当てられてから板や窓枠が越えられなくなるまでの時間が短くなってる気がするんですが、どう思いますか？アップデート以前は電撃当てられた瞬間、板前であれば板倒して越えるぐらいの時間があった気もしますが、今はできない気がしてます。それはアドオンによるものではなくてですか？懲罰がついてるかどうかではなく。であれば、わかんないな。ドクターと当たってないからあんまり。1試合で4台って書いてあった。マジ1個目のアーカイブ ?1 個目のアーカイブっていうのは本当に学術書の1冊目ってことか。学術書の1冊目一番難しかったからね、アーカイブ。難易度高すぎて文句が出まくって2から難易度すげえ下がったんだよ。1試合で地下4人釣るとかあったしな。マジきつかった。グレイスさんこんばんは。PS4 でナースを練習してたんですが、感度を高くすると攻撃がかすったり当たれなくて、低くすると画面に捉えづらかったりし悩んでいます。回数重ねるしか改善策はないですか？基本的には感度調整は自分が操作できる限界で高いっていうのが理想なので、パッドナースで感度一番気にすることは俺は何かというと、ブリンク溜めながらサバイバーの動きに合わせて飛ぶ場所微調整するじゃないですか。その微調整ができる範囲で高くしてますね。サバ1人分右とかサバ1人分左みたいな調整ができないんだったらちょっと感度高すぎると思うんで、落とした方がいいと思います。なんか飛んだ後180度振り向くことよりも正確な場所にブリンクすることの方が大事なんで、その辺を目安に感度調整するといかがでしょうか。パニポさんこんばんは。コトリルさんこんばんは。配信は英語かな？英語だね。なんで配信ミラー中は必死でリスニングモードになるんであんま喋んないかもしれないコメントはバンバンしてください。ヤクモ P さんこんばんは。大きなバグさえなければ無理だね。キラーはハイゼンベルガどうですか？かっこいいけどデスリと被りすぎでは。見た目が。ギレオンの板枚数どうにかしてほしい。間違いない。まあ、ただ、どうなんだろうな。その分狭いからね、やっぱギレオンは。調整難しいよね、あのマップ。変に板減らしすぎるとクソ狭いだけの超嫌いよりマップになっちゃうから。難しいと思う。バナナパイさんこんばんは。ゼロさんこんばんは。エンジェルさんこんばんは。肉屋さんこんばんは。ニコ動の方始まりました。なるほど。一条さん、ニコ生のつながり強いからな。ああいうの呼ばれてて、羨ましいですね。俺なんか絶妙に大会以外の番組全然呼ばれないからな。まだ影響力が足りないという判断なんだと思うんですけど。DbD の放送って大体 4,5 人いればね、ゲスト埋まっちゃうから、なんか、DbD 配信者でなんか登録者とか影響力を上から見ると 4,5 人ってすぐ埋まるじゃないですか。なんでなかなか呼ばれないのかなと僕は残念ですが思っております。まあ、腐らず頑張るしかない。はるさんこんばんは。三姉妹はオーモンド引いた瞬間負けちゃう。それは間違いない。ドミトレスクはね、三姉妹の方だね。でかい方じゃなくて。バイオワンのリサトレバー来てほしい。確かに。
動きくっそ遅そうだけどあの見た目で 4.4 でも迫ってきたら怖すぎると思うんだけど。キラーごとにパッシブで能力欲しいって感じです。山岡凛みたいな感じ。アーカイブ1冊目の TI は、あそこのアーカイブはマジで難しいね。マジで難しいです。最近初心者のフレンドが増えたので、これからも初心者動画出してほしいです。出しますか。それでは。じゃあ直近の5周年情報をバーって出したら、マップ解説と初心者解説改めて出しますか。バイオ7は VR が神やからやらんとか無理です。死にます。何時から放送ですか。放送自体はあと5分ぐらいで始まるけど、だいたい30分カウントダウンが表示されるだけなんで、まあ2時からかな。配信直後に PTB あるらしいですが、それもプレイしますか。あるかどうかはまだ発表はされてないけど、去年ははい生放送終わり、今から PTB やるで三角使ってどうぞだったんで、今年もあるんじゃないかなと思ってます。あったらやります。ショータマンさんこんばんは。ブルーグリフ葵ちゃんさんこんばんは。シシシさんこんばんは。今後キラーで貞子は来ると思いますか。ないんじゃない。なんか昔ないみたいなこと言ってた気がするけどな。違ったっけ。忌憚のない意見が鋭すぎる。そうなのかまあなんか、なんであの辺のコラボ配信とかにあんまり僕が呼ばれないんだろうねって言って心配してくれる人がいらっしゃって、なんかフルコンさんとかベルクラさんとかザムさんとかショコさんとかあの辺と並べてみてくれることにありがたみを感じましたけどね。僕はそもそも枠外されてる説なんで。近所のコンビニに果汁組パイン売ってませんでした。俺コンビニじゃなくてドラッグストアで買ったかも。クロスプログレッションはいずこへ。確かに幼稚園で担げないバグがあった。幼稚園の共通小屋の壁埋まって担げないあったな。俺もまだ治ってないんかいって。もちけんさんこんばんは。公式放送は YouTube のやつだよ。山岡凛が貞子を意識したんじゃないかな。だと思います。That's David got me feeling something ハロー。忍者さんこんばんは。エブリンの可能性ないですか。なくはないと思うけど、でもやっぱエブリンが板壊してるイメージないよ板壊してるイメージできるか結構大事だと思うんだけど。思いません。米吉さんこんばんは。ミスティさんこんばんは。DbD と第五人格ってだいぶ違いますか。だいぶ違うんじゃないかな。でも俺が第五人格ちゃんと触ってないから分かんないです。同時通訳マン来い頼むサバにパッシブはなくていいよ。なくていい。ゆうだんごさんこんばんは。
新キラーワンパンあってほしいです。そうだね。あるんじゃないかな。イノタクラフトさんこんばんは。ラスカルさん、クールファクトリーさんこんばんは。ファミパンがいい。ファミパンってなんだっけ。5のロゴが3種類の武器に似てます。8やった時に俺も思ったけど、なんか安直かなと思ってちょっと半信半疑ですね、まだ。八重垣さんこんばんは。ミランダの能力でサバイバーに擬態してほしい。それはやってほしい。タイランとか追跡者が来そう。まあ、ただサバイバーに擬態すると圧倒的に VC 有利になっちゃうんだよ。俺そこにいないよみたいな。エウリンの本体は屋敷より大きかったじゃないですか。確かに。新藤さんこんばんは。パグさんこんばんは。ムータンさんこんばんは。ノリズムさんこんばんは。次回のパーカー的企画の予定あったりしますか？まだ立ってないんだけど、まあ新チャプター来たらやろうかな。パーク増えるし。トレーラーみたいなやつでアンブレラのマーク出てきてたので、アンブレラに関連あるキャラですよね。サバイバーがっていうこじつけもあるからな。まあ、そう言われると確かにドミトレスク三姉妹はアンブレラは関係ないか、直接は。ミランダがあるだけだもんな。手札公開絆は強いですか？強いですよ。カピオさんこんばんは。ジャスティンさんこんばんは。始まりました。公式放送。でもこれまだあれじゃない？カウントダウンじゃん。あれ？画面ロードされなくねこれ。始まってないよね。ちょっと待って。コメントが早い。頑張って読もう。むっつりショコさんこんばんは。ミックスアップのキラーのイコライザーの詳細を見せていただけませんか？ちょっと今は出せないな。なんかツイッチの時とかに聞いてください。ちょっと流れちゃうんで。ちなみに俺は適当に聞きやすそうなのにいじってるだけで、あれが正解かどうかは知らん。デフォの方が聞こえるかもしれない。もしかすると。中地さんこんばんは。クタロウさんこんばんは。豆腐サバイバー来てほしい。必ずオブセが発生するようになったから DS ってもういらないですか？必要ですね。DS が必要な人は今までと変わりないんで、オブセがつくつかない関係なく、今まで DS 必要だった人は引き続き必要だと思いますよ。要はフック抜かれてすぐ終われた時に1分稼げないっていう不安のある人はつけた方がいい。絶対に。おたちゃんこんばんは。PS4 から早くデータ移行できるようになってほしいですね。PS4 と PC はなんかクロスプログレッションやらんみたいなこと言ってた気がしなくもないんだよな。難しすぎるって。縛りがなんか。公式はもう時間は始まってるはずなんだが、カウントダウンが進まないで。いつもだいたい30分前から30分カウントダウンのあれが入るんだけど。顔の公開がされてないからイーさんはサバじゃない。そうだな、確かに。ウィニー Q さんこんばんは。ヒデベさんこんばんは。サバイバーもキラーをフックに釣れるようにしてほしい。してほしくないっすね。アルテミスさんこんばんは。大会の解説にいると面白さ100倍ありがたい。ギーアンチャンネルさんこんばんは。ウサポンドさん、まさきですさんこんばんは。やばい。コメントが流れる。さんこんばんは。みなりさんこんばんは。バイオコラボのトレーラーで視点が低かったからハンターかリッカーもありそうです。なるほど。能力が想像つかんねやな。
公式予想来たな。前回サイレントヒルも室内だったし、室内っぽい。そうなのかな。まあ、バイオ屋外のイメージあんまないけどな、確かに。ペコーンですさん、こんにちは。キヨさん、こんばんは。ナッさん、ドナルドさん、こんばんは。公式視聴者9万人もいるんですね。もっと増えると思うけどな。今日学校なんで早めに新キャラアップしてほしい。目次2個目なんで割と早めなんじゃないかな。ミラー配信ですか？そうです。松松さんこんばんは。りんりんさんこんばんは。みやってんさんこんばんは。ぶっちゃけこの実装される前が一番楽しい。まあ分からなくもない。公式大会解説よかった。いや、ありがてえわ、本当に。DSC はなんかルール慣れ親しんでたからさ、もう結構慣れてる感じあるんだけど、公式大会ルール全然違ったから、あれをしかも初めて見る人たちにどう面白く伝えるかは、結構悩みましたね。この時間まで起きたのにあと30分。いや、もともと2時からって言ってるから。もともと2時からって言うてますから。今からレッドブル買いに行かねば、うちの冷蔵庫にはレッドブル入ってます。あ、ディスク君いらっしゃい。ディスクも PTB まで起きてるんだったら、入れたらやろうよ。配信するかもしれないけど。基本カスタムでやりたいんで。6万人に減ってる、マジ。最初から2時言うとるやんけ。ゲームするおさんこんばんは。ブヒマールさんこんばんは。今のうちにやることやってきます。いいと思います。ミラーの許可出てよかったですね。去年も一応許可いただいてやってました。酒買いに行ってこい。行ってらっしゃい。やばい、コメントがマジ流れる。すまん。なんか読み逃してたらもう一回書いて。去年のケーキイベントは良かった。あれは良かった。ケーキの出現率が良かった。プレモルさんこんばんは。配信先間違えた。公式配信行ってくれ。海外に行き。夜食用意してますか？一応あります。30分後に起こしてください。頑張って起きてください。30分後に大声出してください。新しすぎるやろ。アラームかけい、アラーム。マップキャラ両方からバイオ関連出ると思いますけど、出るんじゃないかな。しのぶさんこんばんは。バイオ1配信も楽しかったです。ありがとうございます。プレモル飲んで待機。寝ないでくれ。スターに憧れてが相性いいキャラは誰ですか？ナースとハグ。ドクターも悪くないと思う。5周年は PTB してからですか？どういうこっちゃ。5周年放送が終わってから PTB があるかもしれませんが、今の状況です。初心者です。オブセになると何か困るんでしょうか？いや、困ることは別にないですね。むしろ得かな、サバイバーからしたら。チェイスしてることがみんなにわかるんで。さなぎさんこんばんは。もちもちあんころさんこんばんは。
どうせ今日パークで集金してキラーだけ大幅弱体化の流れないよ。そんな流れあったっけ？今日キラーで集金してすぐ弱体化の流れは見たことあるけど。公式発表してから配信はいつ頃になるんだろう。去年はもう即その後 PTB 来て 1,2 週間でいつもの感じで実装されましたよ。2週間ぐらいかな。そろそろ時事要素欲しいでしょ。サバイバーあ、キッチャーさんこんばんは。最近トラッパーやってるんですけど、罠仕掛ける場所ってどんなこと考えて設置されてますか？キラー解説の再生リストの結構序盤の方に割とトラッパーのこと喋ってるんで、それを見ていただくのが早いかもしれませんが、基本的には板下よりも板ぐるする周回上の草の下が多いですね。解除されないことが一番大事で、あとはそこにどうやって追い込むかが大事なんで、基本は解除されにくいところが多いですね。見えないところ。板下に置くじゃなくて、板ぐるの周回上の草の上に置いて追い込むみたいなことが多い。5周年ケーキ期待大 500% アップ頼むで。三角様を愛する信者さんこんばんは。土屋さんこんばんは。スリップノットさんこんばんは。マップ追加あるんじゃないですかね。LL さん2さんこんばんは。好きな寿司はハンバーグさんこんばんは。寿司とは新マップ来ますか？わかんないけど来るんじゃないかな。なんか俺2分前ぐらいのコメント読んでる気がする間に合わん、すまん。のぞみんチャンネルさんこんばんは。コンビニで足を買ってきます。いってらっしゃい。翻訳ツール画面に映せませんか？翻訳ツールはたまにやってたあれはね、俺の喋ってる声を英語に翻訳するだけだから、多分英語配信よりリアルタイム翻訳がきついんじゃないかな。いや、マイクで音拾えばいけるけど、なんか配信カオスなことになりそう。はちみつパイさんこんばんは。ペケモンさんこんばんは。霧の森に行く設定に無理がある。霧の森に行く設定はもう適当だから。アダムとかなんか寝てたら気づいたら霧の森行ったみたいなレベルじゃなかったっけすげえ適当に霧の森来たような気がする。確か。電車で寝てたら霧の森だったみたいな勢いだった気がするけど。通電した音をアラームにしたら起きれます。それは起きれるかもしれない。イオさんこんばんは。チャームアンブレラ以外に出るとしたら何が欲しいですか？チャームにこだわりは今んとこないな。今んとこない。いちごしばさんこんばんは。日本語訳ついてるんですか？公式放送はついてない。日本語訳が同時に見たかったらニコニコの公式を見るといいと思います。同時通訳してくれるそうです。うちの配信は頑張ってみんなで英語のリスニングをします。はい。なので英語得意な方よろしくお願いします。公式大会解説のおかげで楽しみました。ありがとうございます。RR さんこんばんは。リンツさんこんばんは。キラー特訓するなら何がいいですか？強いキラーの方が上達が早いので、いわゆる強いキラー使うといいと思いますが、最初におすすめなのはピッグとレイス。まあピッグかな。ナースとかはまた全然別なので、基本を学ぶならピッグかレイスがいいと思います。ミネラルさんこんばんは。新マップ来たらマップ解説やりますか？新マップ来たらもちろんやりますよ。質問ですが、デッハでかわした攻撃が他のサバに当たることってあるんですか？あります。クラウン相手のコツを教えてください。早めに板倒す。板倒してからの読み合い。あとは殴られたら逃げる方向だけ意識だね。発電機のない方に逃げる。まあどのキラー相手も一緒だけど、特にそう、クラウンは板消費早いから。
狂気の強制クグさんこんばんは。今年はおどろおどろしい系季節長いな。AS さんこんばんは。楽太郎さんこんばんは。ジミベンツトムさんこんばんは。早くタイラントでワンパンして間違いない。未だ日本で配信されないモバイル版について何かあると思います。どうだろうな。なんかもう日本で配信するかどうかに関してはビヘイビアの手ではなくてネットイースの手だと思うから、ビヘイビアはもう発表しなそうな気がするけどな。サルエルさんこんばんは。ビジュアル一番好きなキラーは誰ですか？迷う。いや、特にないな。なんか絶対これみたいな俺ないんだよ。比較的好きはあるけど、一番好きは別にないかな。クロちゃんとエロディどっちが好みですか？強いて言うなら漏れるじゃん。ミカタスさんこんばんは。ジェネレーター回す代わりになんか別のことして脱線に近づくとかでも面白そう。まあ、あまりに要素がずれるとちょっとな。猫つけてない時のゴスペ対策を教えてほしいです。バサバサ音聞きましょうっていうのと、あとステルスキラー全般そうなんだけど、誰かがダウンした時とか誰か釣られた時とか絶対キラーがそこにいるっていう情報をしっかり覚えた上で、次キラーがどうやって動くかなを予想するといいっすよ。自分だったらこの発電機見に行くなみたいな時は基本来ると思って対応した方がいい。あとは人がチェイスしてる時とか凝視されてる時は横から解除してあげるといいね。チェイスしながら解除するの意外と難しいので。オセロットさんこんばんは。でも電車事故ったんだっけ？まあでも電車事故って霧の森もなんかもう適当だよな。大体ノリ同じじゃん。じゃあ他にいっぱい電車乗ってた人どうしたのよって話よ。前回でむごたらしいケーキみたいなバイオと同時実装ですかね。わからん。トイック700の力見せたる。頼む。俺英語点でダメですよ。ガラクタと不協和音の強さが分かりません。破滅残ってる時のガラクタは最強だよね。確実にその位置に、まあどっちも役割は近いんだけど、確実にその位置にサバイバーがいるって情報が分かることがすごい大事だね。ガラクタは発動してから着くまでの時間で何人いたかも分かるし、不協和音は確定で2人以上そこにいるって分かるから、その情報で、マップで半分以上のサバイバーの位置が分かるわけだから、全員の位置が把握できる。その反応一瞬だけで。それがでかい。ピックでしかキラー勝てません。いいんじゃない？ピック勝てるってことはトホードキラーのチェイスの基本はできてるってことなんで。ただピックは能力の遅延がすごいでかいから、他のキラーピックでは勝てるけど他では勝てないっていう人は多分トンネルの仕方が下手なんだと思うんだよね。ピックトンネルしなくてもいいから。でも他のキラーは1人減らさなきゃいけないの、早く。で、ただ DS もらう可能性もあるから、そこをどう駆け引きして落としに行くかっていうのはすごい大事で、ピックは DS 切れるまでの時間を頭の罠で勝手に稼いでくれるから、立ち回りが楽っていう感じですね。ゴンタさんこんばんは。フランスミルクティーさんこんばんは。テストサーバーは去年の通りだと公式放送終わった瞬間来るんじゃないかなと予想してます。かなこさんこんばんは。つーちゃんさんこんばんは。他の実況者とはコラボしないの？ちょくちょくしてますよ。レースで透明化解除フェイントで板を倒してくれない人に対してはどのように追ったらいいですか？透明化解除して突っ込めばいいんじゃないかな。なんか始まったぞ。ベルクラさんの動画なんだけど、フォグウィスパラーのプレイ集。
wasn't that depressing. 去年このフォグプレイ集でクソ板前煽りしてる海外配信者出て日本で物議醸してたよな。え、この人顔めっちゃナンシーじゃない？顔めっちゃナンシーじゃん。やる顔よ顔。顔よ。顔芸がすごいよなみんな。だから顔よ顔。ベルカラさんから後ろ全部顔芸じゃねえかみんな。全部顔芸なのよ。ドワイトだ。He knows nothing. 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 Can I go like this? Let's try it, huh? Yeah! 戻りアドか今。真っ向潰し。キャッチ嬉しすぎて。You fucking love to see it. I'm out. Oh no, he's gonna get me. フリスクさん。Never mind, I broke his ankles. Did you leave? Okay, cool. Bye. Yep. Let's go. Yeah. Damn. Woo! Damn. 日本人他出ないのかな。フォグエスパラ今世界で何人ぐらいだっけ。50人ぐらいだった気がするんだけど。CJ やってる。Michael Jackson, this is it! Michael Jackson, this is it! Oh, Michael Jackson, that was it! Corner juke chat. それ聞くの？ What? 窓枠すれ違ったと思ったのかな。それはレベル高い。おい、解像度変更サバイバーやんけ。いいんかフォグウィスパラ解像度変更してて。まあいいのか別に。大会じゃないから好きにしてくれって感じだもんな。日本人出てこないな。
Yeah. Yeah, I know. 万人ありますね。 It's actually quite a shame, really, if you think about it. I got the timing right. They lack the critical information. でももう楽しみ方がなんか別だよな。あ、いいねこれ。こういうのいいね。サミネーションじゃん。What is happening here? This is boring. Well, Trapper, it's this, or we do trivia for the viewers. Wait, people are watching? Thousands! Why? Okay, very funny, Trapper. Would you like to ask the first question? Gee, you sure are putting me on the spot here, but who is the best trapper? And the nominees are Trapper, Hag, Nightmare, or the Pig. Answer with 1, 2, 3, or 4. Number 1 is correct. Who is the best トラッパーでトラッパーハグナイトメアピックは謎 Those, すぎるやろ。 those are stupid and not cool. I also don't want to be able to draw my traps, then teleport to them when they are triggered. That would be very inconvenient. And then there's あ、 the まあ pig, 一応全員罠使うか。 reverse なるほど head な。 trap. I never thought about it, but I guess I could put my traps on the survivors' heads too. And here are the results. Oh wow, those are amazing results. Can I test your head for my trap idea? 俺の罠も頭につけさせろ。 Okay. Let's keep the game going with other Fog Whisperers and friends. The what? 各位物证人，你们好，我是来自中国的物语者 M Kenny， 我是一个人类杀手双边玩家，最喜欢的人类角色是小黑妹 Cloudette， 最喜欢的杀手角色是领妹。我是从2016年夏天开始玩《黎明杀机》这款游戏的，年末开始做直播以及视频相关的内容。从 1.0.0 4个人类3个杀手的版本开始到现在，不知不觉已经过了5年了。那么在陪着杀机一路成长的过程中呢，我也认识了很多本来根本就没有任何交集的朋友。那么我在这里要问观众的问题就是。 你玩黎明杀机已经多久了呢？0到1年、2年、3年还是？英語字幕ありがてえ。最后，我想感谢粉丝们一直以来的支持，还有现在还在坚持玩黎明杀机的中国玩家。当然，还要感谢5年来一直不断提供优质内容给我们玩的制作组。黎明杀机字幕入ってるやつちょっとでかくするか。黎明殺機天下第一，我们迷雾全画面にするわ。 Salut les amis, c'est Sopalin. Je suis un Fog Whisperer français. Je fais des lives Twitch ainsi que des vidéos YouTube sur Dead by Daylight. Aujourd'hui, j'ai une question très importante à vous poser. Si vous êtes tueur et que vous vous faites flasher par un survivant, qu'est-ce que vous faites? Choix numéro 1, vous levez la tête. Choix numéro 2, vous baissez la tête. Choix numéro 3, vous faites un tour sur vous-même. Choix numéro 4, vous vous laissez flasher. Je tenais à vous remercier énormément. Mes viewers, mes followers, merci énormément d'être présents. Grâce à vous, je suis Fog Whisperer et vous me voyez sur ce live. Donc je vous en remercie énormément. Un gros remerciement également aux développeurs de Dead by Daylight qui me permettent aujourd'hui de vous parler et de faire ce que je fais, de vivre de ma passion. Merci beaucoup à tout le monde. Et surtout, je souhaite à tous et à toutes de passer un très bon 5e anniversaire de Dead by Daylight. 5 ans de DBD. Magnifique. 5 ans. Félicitations et surtout, merci tout le monde. Hi everyone, Fog Whisperer Frisk here. I'm mainly a Dead by Daylight content creator. この人さっき動画出てたね。 So when I'm not breaking ankles or taking killers on joyrides, you might recognize me from possibly hosting stuff. I've hosted Twitch Rivals as well as some Twitch Weekly, and I also do voice acting stuff with my latest thing being the voice of Elodie for Salmonation. So chat, I have a question for you. Be honest with me. Did you hit your last skill check? Let us know in the polls in chat, with option 1 being yes or option 2 being no. Special thank you to the Dead by Daylight team for everything that they continue to do for the Dead by Daylight community. なんか一個質問してくださいみたいな縛りなんかこれ。 Happy 5th anniversary, Dead by Daylight. I'll see you in the fog.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Menos 13, streamer de variedad en español y entre esa variedad también streameo DbD, un juego que disfruto ya desde hace mucho tiempo. Y tengo una pregunta para vosotros, tengo una pregunta para la audiencia. Imaginad que suena un sonido de skill check, ¿vale? ¿Qué hacéis? 1, apretáis espacio. 2, apretáis LT. Apretáis L1 o paniqueáis. Pánico. Yo un poco la cuarta opción, aunque más que entro en modo concentración a tope. Da igual lo que esté haciendo, mirando al chat, mirando para allá, hablando... No, me callo, o sea, es como automático. ¿No os pasa? Quiero aprovechar para agradecerle a mi comunidad el apoyo que me dan. Muchísimas gracias también a los desarrolladores por todo lo que hacéis también y por contar con nosotros para estas cosas. Y feliz aniversario, que no se cumplen 5 años todos los días. これ早送りじゃないよね。めっちゃ喋んの早くない？スキルチェック何ボタンでやってますか？バブさん？ I have a question for you. Who would win RuPaul's Drag Race? Would it be Ace? Or David King? Or Felix? Or the Blight? I personally believe that it would probably have to go to the Blight. Because not only are they cutthroat, they are... 酒飲み合戦したら誰が勝つかってよ。 But what would you say? Thank you so much, Behavior, for including me in this amazing event. I am so proud of being a Fog Whisperer. I wouldn't be able to play this amazing game without the community having my back and rallying me up when I play as the pig to slash survivors down. Happy 5th anniversary. Have fun. 下のは消えないんだよね。すまん。 Hello friends, this is Odds, like for real. なんか消す方法あったら教えてくれ、生配信のこの下のバー。 And as a content creator, alongside Dead by Daylight, the game we all love in our own unique ways. ルポールのドラッグレースかよ。 I have a question for you. それは俺の読み間違い。 Game show and you can take home one parting gift. Which one of these 4 would you choose? コンテスト番組があるのか。へえ。 Totem, a crow, or a generator. これ PC で見てるときに下のこれ消せないのかな。 Enjoy the anniversary. あ、消えた。ラッキー。なんで消えたんだ。カーソル選択されてたのかな、さっきの。あ、トゥルタレントだ。トリスタ使ってんじゃん。これ好きだわ。これ好きだ。顔芸なのよ。Holy shit, that scared the shit out of me! Not like this! Not he's gonna give me the no-nos! Oh, come on! What are the 2 times I got What the fuck? Don't you no-no me? おもろすぎやろ。C'est juste ça, bordel de merde, pourquoi elle a pas de rayon de terreur cette folle? Mais quoi? On est d'accord qu'elle avait pas de rayon de terreur? コウスケさん What the fuck? 本人じゃねえか。締めそれかい。トラッパーのやつ締めでよかったな。
Hey, Mashu! Hello, everyone. Welcome to our 5th year celebration. マシュの英語めっちゃ聞き取りやすいよな。A huge thank you to our fans, the people who've been with us for years. 5 years of going from humble beginnings to 5 years down the line being re-reviewed by the likes of IGN and GameSpot. これなんでリアルタイム字幕ついてんだ by being the greatest asymmetrical multiplayer out there. 録画かこれ。 5 years from our humble beginnings to today. A huge welcome to our old friends who've been with us for so long. Thank you for sticking around. Thank you for being with us and supporting us. And to all of our new friends out there, people who might be joining us for the first time, welcome. Grab a log by the campfire and enjoy the show. $15分後にレジデントイービルチャプター公開ってことか。でも字幕あるのめっちゃありがたいな。字幕ある大体わかるからな。 Join me on a stroll down memory lane. Behavior's been making games for about 30 years now, mostly for other people, licenses and other publishers and developers. But all of us on the team, we have our own stories we want to tell. And one of those stories that we've been wanting to tell for a long time is the story of this fantasy, being a villain in a horror movie. Way back when, a decade or so ago, people were telling us horror doesn't sell. I mean, unless you're like the big ones, like Silent Hill or Resident Evil, but really, don't even try. So we tried. We didn't give up. We released one as a comedic twist on this called Naughty Bear. If you don't know Naughty Bear, go check it out. It's magical. A little later on, though, we had one of our designers come up with a little prototype, a very simple hide-and-seek thing with someone trying to hide and do a thing, and someone else trying to catch them and finish the game. And it was so good. It was pure thumb candy. And we figured that by slapping on that skin of the 70s, 80s horror slasher flick, we were onto something remarkable. So we put the old band back together. We went and get Ash and Dave and Phil, and we put a team of about 30 talented, special people on it. And in June of 2016, Dead by Daylight came to be. One of the first key moments for us happened just a little before launch. So the first Halloween before launch, we showed it internally to the rest of the behavior people. I remember we put the killer on the big screen and we put the survivors in a different room and we had people play the game and there was a lot of excitement and it was really cool. And then we put the survivor on the big screen and people went a little nuts and we saw the crowd really gather and root for the little guy to survive. And we realized at that point that not only was Dead by Daylight going to be a great game, but it was going to make for an amazing show. And it led to us developing a close and really rewarding relationship with our content creators around the world. They helped make Dead by Daylight the success that it is today, and it really feels satisfying to be able to say that today we've made some good friends because of that. The next Halloween, after launch, when we added Michael Myers and Laurie Strode to the game from the original 1978 movie Halloween. At first, you know, we shipped the game with 2 killers and 4 survivors. Today, now, 5 years down the line, we have 24 killers and 27 survivors. We've managed to build a world that is so rich, so deep, dripping with story, so that all of these other legends of horror, those iconic characters from all different medias, were able to come into the game, and our own original content can stand proudly side by side with the likes of 今んとこ始まってからの歴史を語ってるだけで。 Ghostface. Today, we're very proud to say that Dead by Daylight is now the Hall of Fame of horror. One thing that may have taken us by surprise a little bit is the depth of passion that our fans have shown us around the world. I am lucky enough that I was
part of the delegation that was sent to meet people and to represent Dead by Daylight around the world, and we've met some crazy passionate fans out there, and thank you for that. I have seen firsthand the love, the support, the passion that unites people from everywhere around the world with that crazy game that we've made. One of the things I think that led to that is probably our creative team's talent and skill and the dedication of their research to try to find universal bits of horror. And whether they get inspired by the folklore or mythology that lives under your bed, it still shows that what scares you can scare anybody else. Horror and fear are universal, and it brings people together. And that is kind of magical. Now, after all these years, the team has grown close together. The people around the game, we're now over 300 people at Behavior working on this. There's people all around the world that are our collaborators, our partners. We've made more friends and you know, partners than I can count. We've also had more inside jokes than I can count. Maybe one day we'll tell you what really is at the bottom of that campfire. Maybe one day we'll explain why the jar of salty lips. And maybe you'll learn who is Jean-Marc Nelly. In the meantime, since I have an opportunity here, I would like to address something. At PAX a couple of years ago, I think it was in 2017, a journalist asked me about the state of the game, and they asked me about the team. And I answered them. Well, we were having some technical difficulties at the time. It was a bit of a rough patch, I won't lie. But I answered them saying that I thought we had done a pretty good job so far. And for some reason, these words stuck. People started using them willy-nilly. They started attaching these words to many, many things. And you know what? I'm okay with it. I love this team, and I love the work, the skill, the passion that has gone into it. I love this game. And if someone was to ask me again the same question, I do believe I would tell them again, I think we've done a pretty good job so far. The choices you make as you travel into the fog are of the utmost importance. Now you go. Make that choice. 今聞かれても同じこと言うぞって言ってた。 Type the number 1 or the number 2 into the chat. 公式配信で1か2打つとリアルタイム反映されるってことこれ。そういうこと？違う？そういうことじゃない。そういうことだよね。アンケート機能あんのかな。公式のコメントじゃないの？公式のアンケートなんか。俺んとこ打っても意味ねえよ。公式配信に打とうぜみんな。チャットは無効です。どこで選んでんのみんな。チャットできました？マジ？俺だけ？いや、スマホでやるこういうの。Hey, horror fam, Darren Bowser here, director of the previous Saw films and the all-new Spiral from the book of Saw in theaters right now. I just want to take a moment and celebrate with everyone the 5-year anniversary for Dead by Daylight. Congratulations to the Behavior team. We are all incredibly happy that Saw gets to be part of your legacy.
the game continues. Cheers. $32人、48人、64人、64人なのか。YouTube の方で、お、ベルカさんだ。デイライトを中心にゲーム実況動画、生配信をさせていただいております。日本のフォグウィスパラーの一人、柏木ベルクラで、ございます。よろしくお願いします。お願いします。そして視聴者の皆さんに質問です。もしあなたが霧の世界に連れ去られたとしたら、儀式に何を持っていきますか？ 1. 懐中電灯、2. 医療キット、3. 工具箱、そして4が鍵となってます。5周年ですよ。デッドバイデイライトが何千本も動画をアップロードしてきたんですけども、このデッドバイデイライトと一緒に5年共に歩めたことがね、めちゃくちゃ光栄です。本当に5周年おめでとうございます。Hey everyone, my name is Meg Turney. I'm a cosplayer and a Dead by Daylight streamer, and my question for the audience is, which cosplay would make you cross the street on Halloween night? Is it 1, the Huntress, 2, the Wraith, 3, the Clown, or 4, the Doctor? For me, definitely the Doctor. I don't know how you would do those eyepieces, but I don't want to be anywhere near that. No, thank you. Ugh. Did you agree with me? What do you guys think? Let us know. And of course, thank you so much to both the Dead by Daylight community and the devs. I've been so excited to be part of this community, and it's been a wonderful 5 years. Happy 5th anniversary, and here's to many more. マイクがでかい。Come play the piano! Music, you know how I love music. Play the piano. Yes? Well done. Alright, well, if I'm gonna fucking be the Pyramid Head, I'm gonna play Pyramid Head. Let me get the head and start! I still can't see. Okay. おもろすぎるやろ。三角かぶって嫌いやってたぞ。はい。何も見えてないやろお前らシリーズ。Wait. Get her! Nada! Go! Who's gonna win? Who's gonna win? ドラァグクイーン出てきた。He really wanted you to win. Look, it's from our. This is me. This is me right now. キャラが濃いのよ。And I'm Meg. すげえ逆トラ。逆トラ Amazon で売ってるって噂聞いた。Hey,
tickets back! You just got. リンコスはやばい。 Oh no! リンコスのまま鬼の真似すな。正直ユンジンコスバブさんが一番似てないマジで。Thanks for joining my Dead by Daylight workout series. Alright, we're gonna start off with point at the killer. Point, point. Get off the couch and let's crouch. And pop. これはおもろい。これはおもろい。これはおもろい。What is this? What is this? No, hold on. Oh! Oh! It's Resident Evil! It's coming to Dead by Daylight! Oh my god, bro! What? Yo! 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 Fuck out of here! 俺多分一生かかってもあのテンション出せないわ。Yo! No! 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 No, I don't even care. I don't even care about nothing else in the stream. Resident Evil is coming to fucking Dead by Daylight. I don't care about shit else in this. Nah, bruh. Nah. No. もうゲーなのよ、ゲー。リアクションゲーなのよ。DBD chapter win, I'm telling you, the fucking 5-year anniversary. あ、そうか、これバイオの公式放送でフック釣られてるシーンが出たから DBD 勢がおってなってんだな。そういうことだ。 DBD 配信でアンブレラマークが出たわけじゃなくて、バイオ配信だから別にアンブレラマークが出てくるのは普通なんだけど、フックに釣られてるのを見てコラボなんだってみんな気づいたんだ。なるほど。Shitting me, right? You're like, that's not real. This isn't actually happening, right? What the fuck? I knew it! Congratulations on 25 years of horror. Oh my god. Resident Evil 25th Anniversary DBD Umbrella Charm exclusive chapter item, June 2021. Hi. On behalf of everybody here at Behavior, congratulations on 25 years of horror. Oh! これ2じゃない？え、リッカー？あ、違うわ。追跡者だ。ネメシスだ。
なるほど。Hey you, thank you for joining us today for this very special celebration. So we are proud and happy to finally be able to reveal the content of the Resident Evil chapter and be part of the 25th anniversary of Resident Evil. As you may know, the team's been hard at work on the graphical rework over the last year, and that's why we couldn't add any new map to the game. That's going to change with the Resident Evil chapter. So on the chapter release, you'll be able to visit the Raccoon City Police Department. 警察署あってよ、新マップ。グラフィックアップデートで新マップ追加できなかったんだけど、こっから出すぜって言うてる。これ RE2 やんなきゃいけないな。わかんねえや。やることにしよう。去年のサイレントヒルの小学校から再現度すごいから多分まんまなんだろうな、ほとんど。フックが新しい。サイレントヒルの小学校マジでマップまんまだったもん。PTB でマップ覚えてから RE2 やろうぜ。階層あるのかな。2階建て。2階建てか。なんか小学校と似てそうだな、形。中央広場があってその周囲2階建てって感じでしょ。So first of all, I have to say that the map is absolutely gorgeous. The teams put great effort to recreate the map from the remake of Resident Evil 2 and 3. So you'll see some iconic locations such as the main hall, the archive, the STARS office, and others in there. It's truly amazing. Like if you played the remake, you can actually navigate around the map and recognize it perfectly. Of course, there's also going to be a twist in there since the entity is doing its own nightmarish version of it. Alright, let's talk about characters now. There is a lot of very interesting characters in the Resident Evil franchise. So it was very difficult to choose just one survivor. And that's why you're getting two for this chapter. The first one is the brilliant STARS agent. Her unique perk will highlight her intensive training and her high adaptability in impossible situations. Meg にしか見えん後ろ姿。
あれ The パーク second の話して survivor なくな is い？ Leon S. Kennedy. Leon's been having the worst first day at work ever, and it's not going to be better in the realm of the entity. His unique perk are going to highlight his dedication to other, his resilience, and his goal-driven personality. There's also something really special about one of his perks. It will add a new type of gameplay to Dead by Daylight. With this perk, and under a certain condition, you will be able to spawn a unique item, a flashbang, inside the match. So that's an item you don't need to equip in your loadout before the match. It's something that you will create within the match you're in. パーク持ってくと新しいアイテムが作れるようになるらしいぞ。マジ？Okay, let's talk about the killer 使ってるところは見せて now. くれない Again, んだな。 there's a lot of different monsters we could have used out of the Resident Evil franchise. But we chose the classic tyrant, the Nemesis. The Nemesis power is called T-Virus. With his special tentacle attack, the Nemesis is able to infect survivors. Infected survivors are going to be sick. 感染させられるってよ。 They will vomit, so they're going to be easier to spot. And they also become vulnerable to the next tentacle attack, which will not infect them, but will damage them instead. For each infected survivor, the Nemesis power grows, and his tentacle gain more reach. So he'll be able to attack over pallets, over vaults, and in some tricky places on the maps. マジ強そう。 But there's a way to get out of this infection for survivors. There are some vaccines around the map that can be used to get out of this infection. But there is a limited quantity, so make sure that you absolutely need it before taking it. The Nemesis unique perks will make you feel like an unstoppable hunter that can use both brains and brawn to cause panic amongst the survivor ranks. On top of that, for the first time ever, this killer is assisted by AI characters. So we are adding zombies to the maps when you are facing the Nemesis. マジ？ Zombies are patrolling the area, and survivors need to be careful of both Nemesis and them マジ？ so that they don't get bitten and infected by the zombies. ネメシス使うとゾンビも出てきてゾンビが勝手に動いてくれるらしいぞ。ゾンビ見してくれや。通常攻撃普通のパンチで草うわあゾンビ強っ宝箱培養しようじゃん。ゾンビロッカー開けんの？さすがになんで自分でゾンビ殺すのよ。
That's it. That's the content of the Resident Evil chapter. So I hope that you are as excited as we are to see the Resident Evil content inside Dead by Daylight. I sure am. I mean, this has been a dream come true. I played these games so much, I still have the original copy of Resident Evil 2 from my teens. So you'll be able to experience this chapter in the PTB, which will be right after this event. やっぱこの後すぐ PTB できるってよ。 Come out June 15th. So mark your calendar. So I just want to finish by saying thank you to all of our community. PC 版の人、カスタム用に入ってくれ、頼む。And I wish you an happy 5th anniversary. So I'm so pleased to be with you, Justine, today to talk about this part of the broadcast on the roadmap for Dead by Daylight for Year 6. 6年目のロードマップのお話をしますだそうです。 We're also going to talk about the 4 and we will finish with the 4 pillars of Dead by Daylight and all the features that comes along with them. We're starting very high as well this year with a unique and incredible license. I'm so pleased to work on Resident Evil, and we can't wait to see that DLC out and see the player having fun with this. Obviously, I cannot say anything about the other DLC, top secret. It's fine. We'll spill the beans at a later date for sure. But something that I can say is we are going to release a total of 4 killer, 5 and not 4 survivors, and also 2 new maps. I think that's going to be really cool. I think all of this is going to be some pretty exciting content for all of our players coming out. Because there's not only that. I mean, we've also, like you said, we've got 4 tomes. Our players now expect us to have 1 new tome every mid-chapter with a new survivor story, a new killer story, a story about the observer. And we want to keep on telling these as time goes on. The more original characters we create, the more stories that we have to tell. You want to know more about this character. Exactly, and like we've got some ways to tell this that I think we haven't even been able to show yet. So I'm really curious to see what we can actually do and how the players react to everything. Because the lore in Dead by Daylight it's rich, and we just want to be able to show as much of it as we can. And we also have all the events that we want to be doing. We have an upcoming anniversary event that actually, if the players stick around, they're going to see more about that later. I'll be coming back. We have our Halloween event that is always so much fun to do, always a lot of work, but absolutely worth it. And just to recap on something that we mentioned during the Archives anniversary, and I believe it was a blog post, we are always going to focus on these events as the big ones during the year because we want them always to be big. These are the moments for our community where we want them to celebrate together and realize that, look, this is Dead by Daylight's time. Come celebrate with us. This year is going to be no exception. I think we're going to deliver on a really big anniversary, a really amazing Halloween event that's coming. And that doesn't mean we're ignoring any of the other smaller ones. We still want to do something for winter. We want to do something for lunar. But there's something to be on a smaller scale. But it's still going to be a great reason to come back into the game and enjoy DbD. So after all that, I think it's really worth looking at what we actually have coming in Year 6 with our pillars. So we have 4 pillars that help us to create the roadmap for Dead by Daylight. The first one is the first step into the fog. This is all the features that are here for the first moment you enter into the game as a player. Then the second one is the game house. Game house is really important for us. It's really everything that is optimization, bug fix, and stabilization for the game. The third one is the realm beyond. And this is a work of visual update that we're starting to Year 5. And the final one is live design. Yeah, I think all that stuff is super interesting for us to be going into and to even dive in further so everyone knows what's going on. For the first steps into the fog, we know with Resident Evil, tons of new players are going to be coming into this game. If I was a Resident Evil fan that hadn't heard of Dead by Daylight, I know I'm going to be checking it out. So we've really taken a look at our entire tutorial process, every way that we teach players how to play Dead by Daylight, and tried to identify what we need to fix or what we need to improve. DbD, honestly, it's a very complex game. We know we don't do necessarily the best job of teaching people, but I think we've made a great improvement, and the first step to that is by reworking the tutorial itself.
So from the moment that player actually steps into the game, we're gonna really guide them through. This is what you need to learn. Then we actually have some bot matches for you to play. Bot matches are brand new, and I think it's going to be a very nice, safe way for players to actually learn how to play. And we're going to be giving you some rewards as we go along the entire thing. On top of that, we're looking at other things that have been, like barriers, I would say, for players getting even deeper into the game. And we're talking like matchmaking being, too long, and so we're trying to find ways. Yeah, that's a big one. It's it's not easy. I think you can say. Yeah. So what we're really looking into is ways to incentivize players to maybe play a role that has like less weight or more of a need at that current point in time. If maybe you're a killer player, but we need more survivors at that time, then we'll offer you some incentive to actually go play that. On top of all that, I mean, we're constantly working on the matchmaking in the background, trying to find ways to optimize it to get you into matches faster. And the more matches you play, I think the more that you'll actually experience. What we're actually working on for this is the auto ban feature. So at the end of every match, in the tally screen, there's this option where you can report a player for some negative behavior, applaud them for doing something well. And right now, this is our customer support team that is looking over it, manually. What we're doing with this change is this is going into an automated system. If players receive a certain amount of negative reports, we are going to take action, and we're going to let you know that your report is actually having an effect on this, and we're going to thank you for it. All of this is really great for our players, but I know 5 years on, some things in Dead by Daylight, like the news, are still in English. That's going to change. Nice. That's a big improvement. I think so. I mean, even not everyone at our office is super great in English. People around the world. We're spreading even more community managers around the world to create more communities where you can engage with. It's just as important that we do this in our game as well. So as soon as you start the game, you have your language available to you. We'll finally have the news in French. That's cool. The next step after that is really making sure that we stomp as many bugs as possible in our game, and we take a look at game health. For a game as Dead by Daylight, which has been out for 5 years now, it's always a challenge to find the right balance between creating new content or maintaining and improving the existing mechanics. For the first years of Dead by Daylight, we put more time and resources into creating new content because the goal was to create a rich and deep experience for the players. But now, recently, we've adjusted our roadmap because we have a lot of content that we need to support, and we've decided to improving what we have mostly. Yeah, I think that's really a really important thing. That's it's good that we're taking time for it, because a lot of our earlier content, I think it was great to bring everyone together, but eventually there's kind of a maintenance cost. You need to make sure all this new content is working together properly, and that there's no issues going on. So we have two ways of doing it. The first one is really looking at the game and see what we can do to improve it in terms of stabilization, optimization, gameplay fixes as well, but also making the game less exploitable. So that's a big chunk of things. But on the other hand, there is something that we need to take care of. We need to look at our internal processes and make sure that internally we can also improve as well as the game. And for that, as an example, we've decided recently to migrate the user interface of the game to the technology that is called UMG. It's the UI manager of Unreal. And the idea here is to stop working on outdated technology. And we take this opportunity to redo all our screens to also make them more performant, more modern, so we can have more features as well in the future. I think that's going to be great, just because once that's done, every screen is going to feel fresher, and it's going to allow us to do so many more things. And I mean, speaking as a product manager, I'm pretty excited for what new things we can actually bring into the game. Obviously, it's a long-term process. We need to keep the effort on the stabilization, on the new technology things. But we hope that in the next releases that will be out for year 6, you will be able, as a player, to see more stabilization and only concentrate on the fun for the game. And talking about keeping and maintaining what is already there, what are coming up next for the visual update and the Realm Beyond? So for the Realm Beyond, I think this is something that a lot of our players were really excited about when they heard about it a year ago,
or so when we started. It feels like it's been an eternity. This is really the project of overhauling everything in DbD to bring it to the level of all of the current content. Because it's been around for 5 years, right? And let's just say, you know, Dwight needs a fresh coat of paint. Him and the others and then all the maps and everything, they've been around for quite some time. I think they need to be shown some love and really brought up to today's standards. I'm loving everything the team is able to do for this, and for those who are, you know, really just joining us or don't know what the Realm Beyond is, it is, you know, more or less that, just taking any old maps, old animations, reworking this, maybe adding in new ones to make something make more sense, like repairing a generator. You know, it used to be the same animation no matter where you are. Now, every side is something new, and that was something really cool and immersive. It feels more realistic. Like you can believe it, actually. Feels like you might be a little bit more immersed and forget the killer is coming to get you, but I think that's the point. So on top of all of this, you know, we're starting to look at some Survivor reworks. So I think we've already shown off a few of them, but a lot of our newer Survivors are very highly detailed, and we wanted to take the time to revisit some other ones and rework them a bit. We're aiming to really make them recognizable, but allow more flexibility with the actual visuals and just more detail overall. So on your current gen systems, it doesn't look like you're playing something from a few gens ago. Not that I'm talking about gens. So this is all the kind of stuff that they're actually going to be going over, you know, just after this in the Realm Beyond segment. And I think it's going to be a lot of really interesting stuff that they can cover because we're not done yet. On top of all of that, I mean, one more thing that I don't think we ever stop with is just our live design and constantly tweaking it. Yeah, I was about to say that. Like we 今のところ言ってる話って新しいことはチュートリアルの充実とバンシステムの自動化ぐらい。Maintaining what we have, making it better, improving it. The gameplay will just follow the same rule this year. So basically, we're taking the core mechanics that we have, and we're going to make them better, to change them, to tweak them, redesign them. The idea behind this is you have been a player for a long time, for several years now. I'm sure of that. Definitely a few. Yeah, we want to keep you interested. We want you to connect to Dead by Daylight and just say, okay, I'm going to play something different tonight. I'm going to discover something, and it's going to be exciting. And this is what we're looking for with changing the mechanics that are already there. We have mechanics that have been there for such a long time. It's time that we put some love on them. I'm not going to enter into the details right now because Matthew Spriggan is going to do it way more better than me. I think that's totally fair. There's honestly, whenever I look in some of the notes for some of the design changes, it really gets into it. And I know our very engaged fans are, you know, they're reading every little bit, and it's amazing the things that we can do to keep all of these characters and elements feeling fresh. That's the core of DbD, right? It's getting to match. You don't know what you're going to find, but we want to make sure that you have a good time. Exactly. I think that's really just to sum up all of the pillars quite nicely, I'd say. Yes. So we've got tons of segments coming, and I mean, stay tuned for all this to hear more about the Realm Beyond, about live design, community, everything. You know, stay tuned for the entire broadcast. We're happy to have you here. The choices you make as you travel into the fog are of the utmost importance. Now go and make that choice. Type either number 1 or number 2 into the chat. 5周年ロゴの意味は今のところなさそうだよね。Make your whispers heard, and you will be rewarded.英語で喋ってるんだから英語の字幕いらなくない？いや、めっちゃ助かるけどな。去年字幕なかったからマジでリスニング頑張るしかなくて、みんな喋り方とか訛りもあるから何言ってるか全然分かんなかったんだけど、今年はまだ字幕出してくれるからざっくりでも分かる、何言ってるか。超助かる。
25万 BP 上げますだってよ。本実装6月15だね。PTB この後やりますって言ってた。リアルガチ修理じゃん。エイリアンウェアってコラボしてんの？ Hey everyone, my name is Kayla. You might know me as Cauliflower. My question for the audience is, which map animal is just begging for some in-depth lore? Is it Maurice? Is it Mr. Moo Moo, the cow in Larry's, the hospital bed? You might not even know that there's a cow in the hospital bed. Or is it Wingy McFlapflaps from Dead Dog Saloon? Personally, I'm gonna have to go with Moo Moo. It's a cow in a hospital bed. I need to know more. While I'm here, I just wanted to give a little shout out to my community, my Dragon Army. Thank you guys so much for supporting me over these years with my Dead by Daylight content. And thank you to the devs for creating a game that has so much staying power, has so many incredible licenses. You guys have done some crazy amazing things. So thank you, because I've been able to base my career on that, and it's been huge. So thank you. Congrats on 5 years. And here's to 5 more. Hey everyone, I'm Poppers. I do have a question for everyone. If you had to choose between chocolate or vanilla escape cake, what one would you want? あ、そういうことか。もともと I feel like I would want 喋りづらい chocolate あれなのかな。 escape cake. 型なのかな、先天的に。 I love chocolate. びっくりした。 Vanilla would be pretty yummy too now. Alright, enough about cake. いや、わざとかと思っただけで。わざとじゃないなら全然。仕方ない。And the Daylight community for being so awesome to me for all the years of playing, streaming, and hanging out with everyone. I really hope everyone has an amazing 5-year anniversary. And yo, remember, if you're comfy, you're winning. Have a lovely day. 日本人他出てこないのかな。 Hey everyone, I'm the King, and I hope you all are having a fantastic day. Today, I have a question for you guys in the Twitch poll chat, and that question is, what noise does the Wraith's bell make? Is it bing bong, ding dong, or cling clong? I also want to wish Dead by Daylight a happy 5th year anniversary. Thank you for all of the years of fun and enjoyment and bringing everybody together. Thank you to the devs for all the hard work that you've put in over the years, and shout out to our community as well. I hope you guys got your answers in, and enjoy the rest of the show. Japaneseフォグでうわ、昔の壁懐かしい。顔出してんのベルクラさんとチクちゃんとミルカさんぐらいか。It was at this moment that he knew. He fucked up. Ayo, Ramaya! She fell the fuck off, chat. それはおもろい。あ、懐かしい。
ストレンジャーシングス配信してたね。なんで罠かかるとこって誰の見てもおもろいんやろな。吐いてんのおもろすぎ。Holy fuck, dude. Oh my god, what? I didn't know you were here. Honey, that's your own fault. Why were you here? .これはもう見たやつだな。トリスタのマップ出すって言ってた気がするんだけどな。こう見ると結構変わったな、確かに。マッシュ帰ってきた。 We've all seen the graphic update that we've been doing the last few months, and we've talked a little bit about it as the realm beyond. To go into a little more detail, we'll talk with Phil Ivanovich, our art director, てか6周年の and ロードアップの Stefan 話 Yelain, 全 lead 然 lab してなく artist, ね。 about what that means. The first question I have with this, obviously everybody's question is why? Why did we decide to do this big rework, and why now? It's a really good question. I mean, the game was out for 5 years now, as we all know, and that question of a rework was always in the back of our head, but we never found the right moment to do it because of multiple reasons. But with all the console, the next-gen console coming out, we thought it was the right moment to bring our game on par with what is being done in the gaming industry. But we never expected the success and the longevity of the game that we have right now. We are now 5 years later, and we have all the new tools, the bigger team, and I think we can achieve what we wanted to do a while back. Okay, so we decided it's the right 去年は moment. 結構ね、ちゃんと画像でロードマップ示されてたんだけど、何月に何やりますみたいな。The main goal with the rework was to have a more immersive experience with the player in the game, either in the mood with the environment or the animation. You know, when somebody's repairing a gen, I think people really enjoy that because it's really, you feel like you're repairing a gen. We're always constantly listening to our player, and we make sure that we don't lose the essence of our game, but at the same time pushing new boundaries. We've been super excited with all the feedback we get, and we're really looking forward for people to see what we're coming next for them. So obviously that's a huge undertaking. Like that's a big, big project. What are some of the main issues we face doing that? So the main challenges with DBD, we all know that DBD is it's a game that's
from 5 years ago, and it's live. So the thing is, when we try to build new environment to update those, we have old data that we're trying to rebuild, to change, and also we try to fix those performance issues, and we have the new data as well. And sometimes those data are clashing with each other, and we try to make sure that it's not happening. But it's a live game, so we have to move forward, and we can't stop. So obviously, those are big challenges, and to do that, we had to go back and essentially rethink a bunch of the tools and the pipelines that we use, right? Yes. So we took a step back, and we just realized that our pipeline was obsolete. So of course, the whole team, we bring the idea of, okay, we need new tools. We need to empower those artists. We need to make sure that if we want to achieve the quality that we want to achieve, we have to make the right choices. It means evolving, rethink the way that we are creating environment, and this is the whole team work. Like, it's not only environment, it's animation, environment, textures, shading, lighting. It's a huge job. Yeah. All right, so new tools, new pipeline. What's the future hold? What are we going to do with that? The goal here with all of this merged together, it's to build atmosphere, mood, because after all, like DbD, it's like an horror movie. Yep. So we all know that DbD was more gameplay driven, but it makes sense, it's a game. But what we were lacking, it's immersion. So with all of this merged together, we're trying to bring that immersion. We had storytelling to those maps. We create like more fog, more work on the lighting. So when you experiment the game, you forget that it's a game. It's the feeling that we're trying to build. I think there's something really cool we're going to try to do with terrain, right? Yes, the terrain is pretty flat in DbD right now. And with the fact that we're changing and trying to evolve in the right direction with the new visual that we're trying to bring to DbD, we're going to add more relief to this terrain, and I think this will add a little bit of spice to the gameplay. We can change the perspective to how the killer or the survivor play the map. Awesome. That's cool. And we're also going to be working on character animations, Yes. right? Yes, yes. Another big part of the immersion is the characters and their animation. The animation team and the character artist team did a super job. They're working on the bringing the texture on par with what we're doing right now, but also the animation team working on all those animation, like the interaction with the gen. Also, by doing so, with the texture and the animation, we want the player to connect even more to the personality of the player, of the character he's playing. And I mean, it's all connecting together. All we are doing, it's a big chunk that at the end, it's the immersion. It's not just one part, it's the entire work of everybody on the team. What other cool things can people expect to see in the maps that we're making? Well, the old rework things. Also, we wanted to add extra details, some that we already started, like jump scares. We did it with the Midwich map, and it was pretty cool. We stayed faithful with the original game, but I mean, putting it in our game was pretty cool. I think people really enjoyed it. Adding a lot of storytelling to have a bit more story to the map, not just the map. But And what about lobbies? I know people like when we mess with the lobbies. Are we going to do that again? Yes, we're going to keep on messing with the lobbies. I mean, it's something we've talked about in the discussion with the rework. I mean, it's super important for me and the other people on the team. It's the first thing you see when you start a game. So for us, it was important to have this first connection to what's being released, the killer. So veteran or newcomers, they immerse themselves in what's being done at the moment. Awesome. And I know that a big question that's on everybody's mind right now is, yeah, but are we going to get more maps? Yes. マップ増えますっていうだけ Hi, I'm Matt, design director on Dead by Daylight. I work with the creative director and the game design team to bring you guys amazing licensed and original chapters, killer updates, perk adjustments, accessibility features, and more.
our talented designers are constantly exploring new features and mechanics to keep trials fresh and fun for players, and I'm super excited about some of the things that we have planned for the future of Dead by Daylight. Today, I'd like to talk a little bit about live design. For a game that's been out for the last 5 years, live design has become an important part of our process of updating and maintaining the game, delivering new experiences, fixing exploits, improving quality of life, and generally attempting to make the game feel fairer for everybody. When it comes to live design, we're a little more reactive to what's going on in the community and in the game. So we generally base our design decisions on 3 main factors. Feedback from the community through surveys and focus group testing, the data and information that we get from the game itself, and of course, our own design intuition and experience when it comes to looking at the changes we can make. It's difficult to be entirely transparent about what we're working on. While the team's in the design phase, certain features and mechanics are often still being prototyped and play-tested and go through numerous changes along the way. That said, there's 3 things that we're super excited to share with you today. New killer updates and their associated timeframes, a brand new type of perk that we're working on for survivors, and finally, a bit of a shake-up to the Memento Mori system. Over the last few years, we've made many small adjustments to our existing killers in Dead by Daylight. Some of our killers have had even more significant updates to their powers and abilities, such as the Doctor's Static Blast, the Clown's Afterpiece Antidote, and of course, the extensive overhaul of the notorious Freddy Krueger way back in 2019. And while we feel that there's still many small adjustments that we would like to make across the board, our main focus for Year 6 will be on addressing the newest killer that has come into the Dead by Daylight roster. Moving forward, we're hoping to review, update, and release small balance patches for every new killer within the next 2 to 3 major updates after they go live. And that is, of course, on top of any hotfix adjustments that we may make along the way. In this way, we can generally stick to a clearer time frame that gives us enough time to review and analyze the community feedback and the game data. Soon, when players see that a new chapter is out, they'll also be able to expect some balance changes, value tweaks, and small quality of life improvements for the previous killer in that same chapter or the mid-chapter patch after. We're also working on a brand new type of perk, something that we haven't done for a while. Unlike Hex Totem perks and Obsession perks, this new type of perk is for survivors, and we're hoping that it will introduce some really fun and interesting gameplay moments for Survivor fans. Boon Totem perks will give a brand new interaction to survivors standing next to a dull totem in a trial. I can't go into the full details about how all this works right now, but we are very excited about the interesting new strategies and gameplay that this will bring to the game. Not only will it give fans something new and interesting to play with, but it will also give us, as game designers, the opportunity to come up with creative new perks in the future. And we're looking forward to releasing the first of our Boon Totem perks in an upcoming chapter. We're also looking at revisiting how Moris are triggered in the game by killers. We've been listening to the fans and seeing the effects that they can have in the game, and despite the recent changes to Mori offerings, we feel that there's a less toxic way that we can approach this element of the game, and that's something that we're going to be working on in the future. Currently, a killer can play an offering that grants them the ability to eliminate a survivor from a trial by their own hands. Before the recent changes to the Mori offerings, this allowed the killer to end the game prematurely
for any unfortunate survivors that ended up on the receiving end. We're discussing a new approach now to triggering Moris that is no longer based on playing and offering, but rather integrated into the core gameplay of the trial. This new feature would mean that, in effect, killers have to earn their Moris rather than be granted the opportunity by simply playing and offering. We're looking to move away from the perception of Moris being a toxic part of the game towards something that's seen as more of a natural progression of the trial. We're hoping to deliver an interesting new game mechanic that not only provides new objectives and new strategic decisions, but also gives the survivors the opportunity to choose whether or not they engage with the system or ultimately deal with the consequences of that choice. Again, I can't go into too many details right now as it's still in the very early stages and is likely to go through many significant changes before it's ready for release. Having said that, this is a feature that we, the Dead by Daylight design team, are really excited about prototyping and playtesting, and we can't wait to see your reactions once it hits live servers. As a small bonus, we're also looking to prototype an update to the key item in the game, and this would tie in directly with the Mori system gameplay. そのキーアイテムは鍵のこと言ってんのか? Well, that's it from me. We'll have more on how these elements are developing over the coming year, so keep an eye out for news and updates. And thank you for your continued support over the last 5 years. See you in the fog. 結局鍵やる詐欺ずっとやっとるだけやんけ。 Hi friends, it's your girl Die Hard Diva, and I just want to give a huge congratulations to Dead by Daylight on the 5 amazing years. What a crazy journey it's been. All the new chapters that were brought into the game, all the additions, all the surprises you've given us, and also all the new players that recently joined the community. So my question to the audience is this: are you a killer main, survivor main, or do you play both? When I first started playing Dead by Daylight years ago, I love being a killer main, but later on down the line, I actually have a lot of fun playing survivor. I like playing with friends, and it's also good to know both sides of killer and survivor, but I'll still be a killer main at heart. To my community in the Diva realm, I just want to say I love you all so freaking much. Thank you so much for all the love and support you've given me throughout the years. Even though we can be messy and chaotic, we still have a lot of fun with our fog fashion videos. The hype you've given me with my Dead by Daylight cosplays, you guys are the best. To everyone at Behavior and a part of the Dead by Daylight team, I just want to say thank you again for the 5 incredible years of all the hard work you put into the game, and here's to many more. Happy anniversary. 公式グッズなんだ。まあ日本人がわけわからん英字書いてあるシャツ着てんのと一緒やろ。What's up everyone, this is K-pop artist Kevin Wu, and I want to wish Dead by Daylight a happy 5th anniversary. As the consultant for the All Kill chapter, my question for the viewers is, what does the trickster say in his Mori? Is it 1, welcome, トリックスターはメモリの時なんて言ってるでしょうなんだけど、いいのかあの強さで。いいんですか? Go crazy, good scream. I want to thank Dead by Daylight for standing and supporting me. See you in the fog. 감사합니다. ほうしか言ってないんだけど。エンティティの爪だ。
Hello, Dead by Daylight. Happy anniversary from the world headquarters of Ghostface. This is RJ Torbert at Fun World, wishing you all the very best. And we're very proud and pleased to be a part of your family and hope to be for many more years to come. All the best. Congratulations. Let's talk a little bit about how we're going to celebrate 5 years of Dead by Daylight. And to help me do this, with me I have Not Queen, our lead community manager, and returning after public outcry for his leaving, Justin, product manager. I'll never understand why. Well, just You want me take it back? in. All right. Enjoy. Now, before we start, I believe you have a note. 真ん中の人コミュニティマネージャーの Yes, I 人 have a note I want to make. So everything that we're going to discuss today, from in-game events to community activities or pride activities, everything is going to be ending up on a calendar on our social media. So if you're not following Dead by Daylight on social media, now's the time to do it. Yeah, you don't want to miss any of the details of what's going to happen. There's going to be much more than what we just talked about today, so follow us. Now, how are we going to start this? Okay, so before we hop onto like all the activities around anniversary, I want to say with Resident Evil coming into Dead by Daylight, this is a big thing for us, and Yep. we're preparing the arrival of a lot of new players. So what we want to ask our veterans, our expert players, is to join us into welcoming all these new players. We know that Dead by Daylight's big. It can be a little overwhelming when you start, so Yeah, exactly. So what we're going to do is we're going to throw a lot of tips and tricks on our social media. We're inviting our veterans to join in and add to it. And we're inviting all of the new players to like follow us and check out and maybe learn a thing or two about Dead by Daylight. awesome. Perfect. Now, let's get into the actual celebrations. Yes. So one thing that we started doing this year is hiring community artists to do art for us. So we had a Discord and Twitch emotes, and we had also key art for campaigns, for example, back in during the holidays. So knowing that, we love hiring community artists, and now we have a new project for you. So we're teaming up with the merch store, and we are doing a call to artists for designing of a new community line on the merch store. That's awesome. And to make it clear, this is not a contest. No, it's not a contest. This is us asking you, like, show us your portfolio, show us what you got, and we're going to hire some of these people to create that new line. Awesome. Wonderful. Now, what else are we going to do during this month of June? All right, so as you said, it's month of June, and so it's Pride Month, and for 2 years we've been celebrating Pride Month, and this year we want to hop a little bit, you know? We Yep. want to celebrate a little bit bigger. So we're planning on a big event celebration called #Into the Rainbow. We're inviting you to join us in the celebration. But we also have something new in-game true. if you want to join the celebration in-game as well. So we have this new charm, this new pride charm. So you can proudly display your pride. That's it. Exactly. Celebrate with us. Awesome. Yeah, and we're also going to add to the collection of emotes we had for Pride last year. So we're going to add a more diverse roster to our crows. Amazing. All right. What else we got? All right, so it's been 5 years that Dead by Daylight's been out. We've been reached out by a ton of community members with Yep. everyone with their own stories about Dead by Daylight, how Dead by Daylight impacted their life. We had weddings. We had babies. Yeah, I signed so many babies. Matt signed so many babies. Anyways, so to celebrate our 5th year anniversary, we're asking you to share your Dead by Daylight story. So use #DbD community on social media, and we're going to keep an eye on that hashtag, and we're going to make sure to reshare and give you some visibility on how Dead by Daylight impacted your life エピソー and ド how を it created 語ってくれよってよ。 That's amazing. Can't wait to read that. Now, I hear people screaming right now about, yes, but what about in the game? And that's where you come in, Justin. Please tell us. Well, I'll tell you. So we've got a 2-week period where we're actually going to have this entire in-game event going on. So during this whole period, in every trial, no matter where you are, you're going to find these crown pedestal items はあ、 appearing. また王冠イベン They're トや gonna, るん you know, だ。 pop up, disappear if you're too late to gather them, but if as a survivor or a killer, you can find them,
interact with it, and then as a survivor, either escape or a killer finish your match. What's going to happen is you will then unlock a crown cosmetic for this character. So these are items that are exclusive to this event. The design of them is, exclusive for this year, and they're only available on our original characters. Of course. So I 去 think 年 it's gonna さ be really fun for everyone to try to collect for the 取れるキャラ全部取らなきゃいけなかった full よね。めっちゃ original 大変だ characters と that 覚え we've があるんだけ created ど。 over this, this crazy period of 5 years now. For real. But that's not all. No, that isn't. So, one fun way we like to celebrate the anniversary in game is with a lot of confetti. Confettis are great. They're pretty fun. So there's gonna be a lot of items in the blood web that you can find as a survivor to bring in, and we're talking toolboxes, medkits, flashlights, things that are just gonna, be fun to use and spread the confetti around. Also, blood point offerings to spread the wealth with all your friends. Will there be balloons? Will there be animals? Will there be balloon animals? Probably one, probably two. The third, you're not getting that one. All right. It's not happening. It's okay. But one fun thing that we're doing this year, and is a big reason why I'm actually here with community, is because anniversary is a very special time of the year where, this is about DbD, this is about the community, because DbD is nothing without all these players that are supporting us. And so we wanted to do something a little different this year. Yep, so we are reviving the community challenges around the in-game event. For people that were there back in the first year, first anniversary, we had some legendary challenges where the community all got together and unlocked some items in the game. Now, we want to do it again. Yeah, so I think that was really fun, and I know I've heard players asking, we want to do more stuff as a community, we want to be able to work together. So I think this year we're going to be doing it in a very fun way, because we've got some rewards that we're actually going to give out from these, like an outfit for David King, and another one for the Wraith, both themed after the anniversary. デビキ印象微妙いな。レイスは悪くないか Two も。 exclusive charms just for this. One a nice little cake チャームだ。 topper for DbD. 去年は and another モレルと one レスリン as ガ a ーだったよ little ね。 naughty bear. Which, if you know behavior, maybe you know this guy. They know. He's worth checking out. Yeah. So on top of this, there's other really cool things. But the question is, okay, how do you actually unlock this? Where do you find out how to get them? And that's all on our socials. Really? Yeah. I appreciate the effort, guys. It's no effort at all. But what else is there? So, on top of all this, because we have so many characters that have actually been created and are loved over this 5-year period, we want to try to find a way to give some out to players. If there's one you've been waiting on, this is going to be your chance, because during the first week of the anniversary, we're going to give away enough iridescent shards for you to unlock one full original character. And this doesn't matter if you arrive, 1 day or 2 days late, because maybe you have homework, there's an exam. No matter when you arrive, even towards the end, you're going to get enough to get one of these characters. That's awesome. Is that too much, though? I mean, I don't think we've gone far enough. Oh my God! Do go on. On top of that, if you have all these characters, like I know some of our super engaged players do, what we're actually going to do on top of this is something fun with our Shrine of Secrets. Which, if you're new to the game, the Shrine of Secrets is a tab inside the store where we have a set of 4 perks that changes every week that you can purchase with iridescent shards. And this is so you don't necessarily have to purchase a character to get their perks, as long as you stay tuned and see what's going on. So for the event, what we're doing is for this entire 2-week period, every day, we are going to cycle those perks. So this can happen 7 times as often, and the cost of those is going to be 500 shards less. That's insane. I think it's going to be a lot of fun. Well, I'm in. Yep. All right. Well, thank you very much for joining me and telling people everything that's happening. That's not everything that's happening. No, that's not. Follow us on social for more. All right, that's a wrap for us. I hope you had as much fun as I did. Thank you so much for all of this. Thank you to the whole behavior team. Thank you to all of our fans out there, content creators. Thank you to all of our 多分 partners. しばらくしたら日本公式ツイ I'm ッタ gonna ーか say ら the 今日の thing ま now とめ that 出 you've るんじ been ゃないか wanting な。 me 去 to 年 say 出 for た the から。 whole show. PTB is live. You can go and play the Resident Evil chapter right now. So go, have fun, and I will see you in the fog. やりますか。 Oh shit! Funko Pops are coming.
よし、アップデートしよう。シャードでパーク500シャード以下でもうちょっとポンポン買えるようにするみたいなこと言ってたな。Welcome to Dead by Daylight. サイレントヒルチャプターになっちまった。OK。2.66 ギガ。あー、ミスった。 PTB にアップデートする前にコード入れた方がよかったな。忘れてた。まあ BP とシャードでしょ。まあいっか。イベントはね、6月1日から15日って言ってたと思いますよ。あ、リフトのかけらもらえるのか。それは結構熱いな。ちょっとどうしよう。まあ、一回アップデートして、結構すぐ使えないんだっけ。あ、7月っつってた。7月1日から15か。どうしよう。ちょっとアップデート中なんだけど、一回終わったら戻してコードだけ入れていいですか。すいません。有効期限がありそうなんだよね、さっき見てる感じ。あと1ギガ。1時間限定なのか。短っ。タイトル変えといた。バイオ PTB やるぞ。ダウンロード長い時はなんか一回一時停止して再開すると早く進むことが多かった気がする。
これ一回ちょっと起動してから戻したいな。バグりたくないから。あ、ストアの右上に引き換えコードが、出てるってこと？回答中。あ、コード入力どこって言われてたのか。パッチノート出てました。ありがとう。それ見ながら待つか。16日から。戻ったかな。なんかあれこれ一緒にやってるとフリーズするんだよな、たまに。ちょっと待ってね。回答終わりそうだから、終わったらちょっと一回戻ってコードだけ打つわ。ここパッチノートちゃうんかい。パッチノートじゃなかった。あれパッチノートどこに出た？海外公式か。あ、これか。日本フォーラムないのか。あるな。いや、最新投稿 4. 何って言うんだか、これか。長えな。ネメシス、ジル・バレンタイン、レオン・S・ケネディを追加しました。これ、本実装までに RE2 と RE3 やるか、バイオ。やりましょう。
ちょっと待って。せっかくだから起動してからパッチノート読んで録画しよう。ちょっと一回コード打たしてすまん。戻るのは早いはず。てか一回ダウンロードしてるから早いはず。バイオ1はやったんですけど、この間。1の次、RE2 でいいんですか？順番は1、RE2、RE3 でいいのかな？その順番でいいと10液代、どういうこと？どういうこと？いいと思いますの打ち間違いか。あ、思いますよの変換か。どういうことやねん、思った。思いますよにすぐ変換できた人もすごいな。簿記かっつって。これは10液代流行るマジ。うちの配信では通じるわこれから。RE2 と RE3 はプレイ済みですか？済みじゃないんですよ。無印の2と3もやったことないんだけど、無印と RE ってそんな違うんだけど、なんか RE3 はリメイクでめっちゃカットされてるってさっき言われたけど。流行ると思いますよ。確かにサバイバー、レオンジルみたいなのありそうだな。ちょい早く戻ってくれ。初見です。初見さんこんばんは。BP2 倍はちなみに4周年の時はなかったんだが、ケーキの湧き率が凄まじくて基本毎試合みんなケーキを使っていたので常に BP5 倍だった。パークがすごそう。ちょっと待ってくれよ。頼むよ。俺にもコード打たしてくれ。パッチノートはね、今からちょっと PTB 起動が済んだら初見で読んでリアクションを取りたいので、あえて見てない。遅ない。いや、一回戻してんだよ、今。
コードを打ちたくて。コード打ってからすればよかった。もうミスった。パッチノートにちなみにパーク載ってないのか？ PTB で見なきゃダメ？マジ遅いんだが頼むよ。あ、載ってないんだ。すげえじわじわ進んでんな。4周年ケーキは 104% だったね。動画楽しみにしてます。おやすみなさい。おやすみ。このまま俺朝まで動画撮ってそのまま編集して明日の昼までには出す予定なんで、眠い方は動画で見てくれ。105% ケーキ欲しいよな。いい感じに眠そうな曲流れてんな。4周年ケーキは最初バグってて、自分だけ 140% だった。なんかゾンビが埋まってサバイバー通れなくなるバグはまず間違いなくあると読んだ。ゾンビがスタックして誰も通れなくなるバグ。これ予言。あ、もかさんこんばんは。クソ投げんだけど。戻してるだけなんだが俺今。本サバに。頼むて。あ、新要素全部一通り見るんで。まあちょっと。ダウンロード終わるまでは。雑談で。そうだよ。時間切れで、これで時間切れでコードもらえなかったらマジで、受ける通り越して悲しいんだけど。せっかくわざわざ戻してんのに。ビクトルもスタックする場があったね。コードの時間がね、なんか1時間とからしいんですよ。なんでちょっと PTB すぐやろうと思ったんだけど、コード入れようと思って一回戻してる今。というわけで皆さんすまん、お待たせしてますが、今のうちみんなもコードを入れといてな。即期限切れるらしい。やっと戻った本サバ。いやなんか詳細は知らないんだけど、さっき1時間って言われた。イベントケーキ来んのかどうかよくわかんないんだけど、この BGM は謎のフリー BGM です。
コード職人の方、俺がストア開いてから打ってくれ、頼む。ありがとう。感謝。感謝感謝。ディスコードに貼ってあります。ありがとう。音出すの忘れてた。コード。リフトのかけら10。25万 BP。シャード1000。シャード1000うまいな。サンキュー。はい、さよなら。頼むよ、さっき一瞬で。てか、さっきダウンロードに時間かけたんだから、一瞬で言ってくれ。ちょっと待って。さっきより容量少ないんだけど、なんで？不思議な BGM だな、戻そう。有村架純さん、本物ですか？もちろん偽物です。本物が本物ですって言うわけないやろ。本物に決まってんじゃん。更新頼む。伊豆チョロさんこんばんは。ちょっとマジで目に入った挨拶しか読めてないんだけど、すいません。皆様こんばんは。事務所には内緒ですよ。わかりました。ディスコード参加者で4人いそうだな。プレモルさん、それスピーカーもミュートしてるから何も聞こえんで。あ、ナイスナイス。大丈夫、4人いそう。ありがとう。どうもー。あ、やべ。あ、どうも。やべとか言って。お願いします。これね、起動すると残り時間わかるのよ。長い！今のうちみんな飲み物補給
あとトイレ。俺も行ってくるわ。おし、戻りやした。今日初めましての方がいらっしゃるかもしれないので、今のうちに改めて自己紹介をしておきますが、私、デッドバイデイライトの解説動画をメインに動画を上げておりまして、公式大会の解説も呼ばれてやってきたことがあります。というわけで、初めましての方はよろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価もまだの方はよろしくお願いします。これでは1分の尺は潰れませんでした。すいませんでした。クレスティさん、エズチョロさん、もっちゃんさん、ダークさん、こんばんは。鉄腕興奮狡猾地下カニバルさん、よろしくお願いします。チュンカさん、テトラナビさん、シンディさん、こんばんは。メンバーで初めましてはおかしいのよ。俺がパッと見で初見じゃないやろ、あなたの人は飛ばしてるよ、俺。マリーさん、こんばんは。ディアボロさん、こんばんは。ちなつさん、こんばんは。島津さん、こんばんは。ムータンさん、こんばんは。かなでまつりさん、総裁さん、こんばんは。PN さん、こんばんは。ムムさん、こんばんは。ウィンド K さん、なぎさん、キャノンさん、ミーさん、こんばんは。里芋の日々さん、こんばんは。名字名前さん、こんばんは。いい名前だな。6663、ケムケムさん、こんばんは。まさきよさん、AI さん、チコさん、ゆうさん、アジピンさん、トンキーさん。なんかちょいちょい一回読んだことある名前の人読んでる気がする。この初見詐欺の人を選別しながらそうじゃない人の名前呼ぶ作業難しい。マジ難しい。おい、1分40秒から進まないんだけど何が起きてんだ？ダメだ！今一言挟んだことによって読めなくなった。いつ頃から活動始めたんですか？ 3 年前ぐらいかな。鬼レモンさん、ポポタンさん、松浦邦明さん、こんばんは。テトラーナビさん、東野八さん、メミさん、こんばんは。オクラさん、こんばんは。コメントが流れる。きつい。読み切れん。すまん。みえさん、ザクロンさん、達蔵さん、アフロジムさん、こんばんは。人玉なめこさん、愛犬くるさん、まさきよさん、ゆるめしゃさん、ダンユズさん。もう2回目の人やめて！りんりんさん、こんばんは。なおさん、たぬもこさん。
オレッジさんこんばんは。はるるさん、まなみさん、まめひよこさん、1201KY さんこんばんは。ちょっと待って、たまにバーンってすげえ飛んでコメント最新に戻されるからもう全然読めないんだが。これ実は視聴者からの目覚まし脳トレです。マジレベルが高いやろ。牛春さんこんばんは。キラーとサマどっちからやるんですか？キラーかな。まあとりあえずパークを見る。カレークレヨンさんこんばんは。ナナキさん、そらジローさんこんばんは。笑い男さん、あすみやさんこんばんは。ロキソニンさんこんばんは。そばつゆさんこんばんは。溺れそうな坊ちゃんさんこんばんは。大丈夫？溺れてない？ひろしさんこんばんは。あかん、限界あ、ムービーはいつものか。バイオハザードのノリでデッドバイデイライトって言われたこやつ喋りよった。ちょっと待ってね。レイスなんで光ってんの？あれ？なんかレイス光ってたんだけど。でかくない？でかくない？グラフ、なんか設定が分かれてる。設定全部縦長だったのが横に分かれてるぞ。なんでキラーの上に出てくんだよこれちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、一回ストア行っていい？全体を見よう。ほう、身長一番高い？もしかして頭かぶってんだけど。ここまでさっきのモーションもう一回見して。なんで出さないんだよ今回は。早く左手のやつ出してくれ。俺スクショしたいんだ。出さんのかいあ、出た。オッケー。サバイバージルめっちゃ可愛いじゃん。超人気出そう。超人気出そう。ユンジンのインパクトが薄れに薄れててやばいんだが。ユンジン息してるか？大丈夫か？
はあ、いいね。かっこいい。なんか新要素増えてるからちょっとそれから見ていい？これかな？チュートリアルが新しかったっぽい。はあ。AI を殺傷するってあるぞ。ここは前の通りだな。ドワイトの首が後ろ向かないのも前の通りだな。チュートリアルドワイトだけ後ろ向かないんだよね。こうやって走っても後ろ向かない。ここは一緒かな。ここは一緒っぽい。パーク先見たい。ちょっと待って。これも大事な要素だと俺は思うんだ。パークと能力はお楽しみということで。ここは一緒か。この次かな。あ、そうそう、ロックかかってたからこれやらないといけないんだよ。最初からできるならそっちやる。俺もドワイト首固定されてんだよな。キットのメーターの減りおかしくね？回復させよ。
はい。あとハッチで出ろだっけ。あ、一緒に直してハッチで出るかゲートで出るかか。なんかこの辺にあったよな。でキラーもやらないかんのか。まあやろう。ここは多分前と一緒だろ。この次が多分違うっぽいよな。こいつこうするとどう逃げるんだ。あ、ちゃんと板越えるんだ。声、ウジ虫をもだえ続けろ。そんな声聞こえた？光を入れるな。クローレット、ドワイト、メグを吊るせ。は？おらんのじゃが。あれこここんなんやったっけ？キャッチさしてよ。そのツイッターで視界移動の練習してる絵描いた人、俺の動画見て練習してくれた人だから。これはこんなんやったか。What？ は？メグどこ？え？待って、チュートリアルプロの方、メグどこ？あ、ゲート待機してんの？マジかよ。なんで逃げないのよこの人。この人逃げなかったらチュートリアルならないのでは？フッククソ遠いんだけど。もがいたら間に合わんぞこの距離。これサバイバーもがいてこの距離間に合わないぞってことを教えるべきなのでは？ハミングさ、このまあ、気になるのこっからよな。新しい要素。AI と一緒に生き延びる。うわ、4人いる。しかもドワイト俺の服装じゃん。自分のスキン反映されるのかこれ。
これどうなんのマジで。1試合やらせてくれんの？普通に始まったんだけど、試合。ノーパークなんだが？ちょっと待って、これメグどういう動きすんの？謎の U ターンしてきたけど。何してんの？メグメグ迷子？止まれ。止まれ。から。発電機をやれ。な、わかった？このゲームは、発電機を修理するゲームなんですよ。ねえ。わかった？わからない。わからない。あ、そう。ダメだこりゃ。あ、早修理やる。待って、マジあいつ何してんの？これちょっと待って、俺この挙動不審な人しか見てないんだけど、まだ。これ誰が回したんだ？この発電機。トラッパーおるやん。人間観察がおもろいな、このチュートリアル。2窓チェイスしてる。誰も殴られないんだけど。あ、ジェイク・パークが殴られた。あ、早っ！殴られてからダウン。メグまだやってんのかな、あれ。あ、このクローデットモレール。あ、メグ発電機やってんじゃん。お前どっから来たの？どうしたの、クロちゃん。あ、でもなんか普通に試合だね。一応普通に試合だ。回復しろって。発電機を回すんだよ。箱開けんじゃねえよ。超えるまでのラグがすごい。What？ これさ、一生チェイスしてたら発電機回してくれるわけ？どっか行ったんだが。あ、でも追ってもらえるのは練習になるな。これはね、一人で走り回るのと運命の差ですよ。ライトこれ実戦ライト連できるじゃん、これ。ほら早くダウンしろ、漏れる。早くダウンしろって。その屈伸なんなん？ジェイク？はあ、ライトモンついてんだけど。
なんでこっちノーパークなんだがまさかすぎるやろ。その後発電機1台も回らんしよ。ジェイク一生一人で罠踏んでんな、そういえば。回復したね。メグ・トーマスロッカーキャッチされてんだけど。あ、ナイス発電。これ誰か一人触ってたら通電すると思うけど。僕の AI 初手タゲ取ったら爆速で回してくれました。マジ優秀だな。メグ地雷だよね、あれ。一生往復プレイしてたんだけど。あ、血はっす。あ、追ってくるんすね、ちゃんと。これメグ死んじゃうけどいいの1000回聞きます。はい、ありがとうございました。誰か助けてあげてメグを。もう1体1枚も残ってないんだけど頼むってマジで。スーパー1000回刺さる。耐久切っちゃったじゃんメグ。おらなんでお前だけパーク持ってんだよ。え、効くじゃん。なんでちょっといいとこ罠置いてたな。え、置いてるな。担ぎの時だけダメなの？不可思議や。え、俺がウルトラ下手だったってこと？担ぎの時。そういうことでよろしい。ゲート行った。ノーワンあるやろこれ。あ、2人ともそこにいる。担いだ時だけライトボーンなのあれ。なんかすごいドリフトしたな今。AI が開けたがってるね。 AI がゲート開けたがってるね。じゃあなメグ。メグは見捨てると。これ観戦できるのこれもしかして。あ、観戦はできません。ランクよ。これおもろいな。
AI を殺傷する。あ、ちゃんと俺のトラッパースキン反映されてるんだけど。でもトラッパーしかダメなのか。もう罠使わずに終わらすか。なんかサバイバーが板グルするか分かんないから、もうとりあえず板前に置いた方がいい気がしてきた。まさか AI 相手に通電されないですよね。そんなわけ。堕落持ってんだけど。フルパークじゃん。マジ？アドオンもついてんだが？ちゃんと逃げるじゃん、サバイバー。サバイバーちゃんと逃げるんだけど。もともとつけてたパークが反映されてんのかな。すごいちゃんと見てるよ。しっかりステイン見てるじゃんこの人。すごいちゃんと見てる。お、相打ち板当てまでしてくる。罠はちゃんと踏む。思ったよりしっかり機能してんな。パレット当てはしてこないっすか？してこない。回復ミス。いやいや、2人ともおるんじゃが。終わり。なんで俺だけこんな強いアドを持ってんの？これ誰がやってもこれ？ちゃんと見てるぞ。マジでちゃんと見てんじゃん。こっちが何やってるか。あ、自分の設定が反映されてる。なるほど。What？ チュートリアルだって言ってんだろ。そこまでチュートリアルしなくても。ちゃんと起こりうること全部チュートリアルしてるわ。いやDS 来い。これ俺だけパーカードーン持ってる理不尽マッチなんちゃうの？普通におもろいぞチュートリアル。
あ、でもこれキラー今から始めますの人は本当にいいかもな。まあさすがにガバガバだけど、でもなんかこう一人でオブジェクトをしっかりインコース回る練習とかフェイントの練習もできるし、まあないよりはあった方がいいよね。いいね。こんなさらされるわ、こんなんさらされる。完了報酬。はあはあはあ、これで5万もらえるのか。なるほどね、いいじゃん。さあみんなお待たせしました。パークを見ていこうじゃないの。こっちで見るよりつけてみた方がいいか。これレベル3の効果載ってんだっけ。まあいいや、見てみよう。ネメシス固有パーク、死を呼ぶ追跡者、儀式開始時生存者全員のオーラが7秒間見える。はあ、なるほど。大会練習に向いてるな。これつけて同じマップロードしまくるっていうのがパターンの研究にいいけど実戦では使わないかな。カスタムで4人入れていろんなマップでロードしまくって検証するのがいいと思う。でパターン覚えるのがいいよ。大体決まってるから脇パターンって。集団ヒステリー、無傷の生存者を通常攻撃で負傷状態にしたとき、負傷した全ての生存者が30秒間忘却ステータス効果に苦しむ。悪くないんじゃない。リージョンとか面白そうだね、これ。負傷させてタゲチェンするキラーには効きそうだから。通常攻撃限定。まあだから3人例えば能力で負傷にして次の人見つけた時みたいなパターンか。まあ単純にナースとかでも面白いかもな。結局攻撃が通常攻撃だとナースが何でも強くなるんだよな。結局ナースだな。まあでもいらんな、別に。イラプション、発電機を蹴るとその後オーラが黄色で強調表示される。生存者を通常攻撃で瀕死状態にすると強調表示された全ての発電機が爆発し、修理の進行度が 6% 減少してオーラは消失する。爆発時に発電機を修理中だった生存者は叫び声を上げ14秒間行動不能ステータス効果に苦しむ。これ迫害と効果乗るのかな。サージとか迫害とかとシナジーがあればって感じなのかな。クールダウンが長すぎるな。行動不能はビクトルが飛びついてる時と一緒だね。回復と修理はできないけど他は大体できる。まあやってみないと分かんないな。ネメシスの能力は使ってみないと分からんので一旦これ見てまあ使ってみよう。特殊能力ショック手打撃、能力ボタンを長押ししてチャージする。チャージが完了すると攻撃ボタンをタップして触手攻撃を放つ。シュレッドみたいな感じか。触手打撃を命中させると生存者に汚染のステータス効果を与え変異度が上昇する。すでに汚染状態の生存者は触手打撃によってダメージを受ける。
あ、一発目はステータス以上だけなのか。で、汚染状態に触手攻撃を当てるとダメージが入るってこと？生存者はサプライケースに入ったワクチンを使って自分や他の生存者の汚染を治すことができる。ワクチンの個数には上限がある。あー、ムービーでジルがなんか注射器持ってたな、そういえば。なんだろうって思ったんだけど。ワクチンを使用した生存者は殺人鬼の本能によってその位置が判明する。あー、いいじゃん。変異度が上がると能力が拡大する。変異度2で触手攻撃の範囲が広がる。変異度3でパレットと破壊可能な壁が触手打撃で破壊できるようになる。T ウイルスアイコンに現在の変異度レベルが表示される。マイケルみたいな方式ってことかな。だから触手で殴って複数人殴ることによって自分の変異度を上げていって、変異度が上がっていくと攻撃範囲が伸びていたと破壊可能壁を壊せると。なるほど。特殊戦力ゾンビは攻撃した生存者に汚染効果を与える。生存者がすでに汚染状態の場合はダメージを与えて負傷させる。ゾンビは触手打撃で撃破することができ、撃破すると変異度が上昇する。生存者はゾンビをパレットで撃破することができる。撃破されたゾンビは短時間で再び出現する。サバイバー見つかんなかったらゾンビを潰して変異度を上げるでもいいのか。汚染状態を直さないとサバイバーにはなんかデメリットがあるのか、これ。触手攻撃でダメージを受けるのか。なるほど。結構奥深そうだな。4.632 だね。結構奥深そう。直さないとダメージを受ける。まあ、触手攻撃がどれぐらい使いやすいのかによるよな。別に触手攻撃があっても普通にチェイスできるんだったら汚染直す必要ないし。ゾンビでダウンするのか。なるほど。まあ、サバのパーク見てみようか。ジル、レオン、ドワイト。ジルバレンタインの固有パーク3つ。サバイバー側でトーテムマークあるな。カウンターフォース。トーテムの浄化速度が 20% 速くなる。トーテムを浄化すると、その後現在地から一番遠くにあるトーテムのオーラが4秒間見えるようになり、儀式が終了するまでトーテムの浄化速度が追加で 20% 速くなる。追加のスピードアップは重複する。はー。なるほど。トーテム破壊めっちゃ速くなるってことか。ありかもな。なんか小さな獲物ほど走り回らなくてもいいし、刑事の直感みたいに発電機つけなきゃいけないってわけでもないから、とりあえず1個見つければいいんだもんな。トーテムぶち殺されそう。まあ、ただこれを常用パークとして持っていくかと言われると、ちょっとまだわからんな。次。起死回生。フックから救助されるか自力で脱出すると、治療の進行度が即座に 50% 追加される。なるほど。まあ悪くないけど、まあこれを常用パークにするかと言われると、どうだろうな。難しい。地雷爆破。地雷爆破は発電機の修理進行度が合計で 66% 相当に達すると発動する。発電機を3秒以上修理した後、アビリティ発動のボタンを押して罠を設置する。罠の有効時間は45秒間。罠を仕掛けた発電機は全ての生存者に黄色のオーラで強調表示される。発電機1台につき有効化できる罠は1つのみ。罠が設置された発電機を殺人鬼が破壊すると、罠が爆発し殺人鬼がひるみ、その付近にいる全員が目くらまし状態になる。はあ。
どれぐらいやられてしんどいのかによるか。でもこれさ 66% 超えてれば発動条件は3秒以上修理するだけでしょ。これクールタイムないの？きつくね？クールタイムないのやばない？次レオンのパーク妊婦の時って読むのかな。治療中痛みによるうめき声をはじめ音を一切出さない。治療のスキルチェックに失敗しても大きな通知音を発生せず修理進行交代も 1% で済む。はあ、どうだろうな。要は治療の音が聞こえるほどの範囲で治療し続けなきゃいけない時ぐらいしか効果を発揮しないってことだよね。まあ刺さると悪くないけど別にいらんか。スタングレネード、これがやばそうだよね。いずれかの発電機を 50% 修理完了するとスタングレネードが発動する。何も持っていない状態でロッカーに入りアビリティ発動のボタンを押すと先行手榴弾を作成する。チャージは1。爆発時に爆破音と閃光が発生する。大きな通知音が発生する。牽制と目くらましに使用できる。これめっちゃ強そうじゃない？全員後付けで爆竹いっぱい生成できるみたいな感じでしょ。スタングレネードは爆竹みたいに落とすんじゃなくて多分投げるんだろうな。これどうなんだろう。性能次第だな。これジルのパークと似てんな。アイコン新人魂。発電機の修理中にスキルチェックでグッドまたはグレートを3回出すと新人魂が発動する。効果は儀式終了まで持続する。発動後は修理の進行が後退している発電機のオーラが見える。いらんかな。まあスタングレネードとスタングレネードとジルのパークのなんだっけ、これか、地雷爆破、この2つがちょっと気になるな。まあちょっとネメシス使ってみようか。こういうパーク微妙かったよな。開始時オーラ見えるだけだもんな。これとあとどれだ。あれもう一個どれだっけ。あ、これか。玉虫色のアンブレラ気象。ワクチン使用時に生存者が12秒間無防備のステータス効果に苦しむ。ああ、これはいいのでは。発電機の修理が完了すると30秒間ゾンビの移動速度がとてつもなく上昇する。あ、おもろいじゃん、ウルレアーゾーン。汚染された生存者は忘却のステータス効果に苦しむ。
ゾンビの再出現時間かなり減少、移動速度そこそこ増加、5台修理完了すると撃破された全てのゾンビが脱出ゲート付近に再出現する。え、面白そうじゃんこれ。サプライケース6解除して生存者のオーラが12秒間見える。あ、これはワクチン取り出すやつか。儀式からサプライケースを1個減らす。触手打撃でゾンビを撃破した時の変異度がかなり上昇する。ゾンビが撃破された時に15秒間探知不可ステータスを得る。生存者がサプライケースを開く時間がかなり増加する。汚染された生存者の妨害ステータス効果の持続時間がそこそこ増加する。あ、汚染されると妨害ステータスつくんだ。触手打撃でゾンビを撃破した時の変異度がそこそこ上昇する。殺人鬼の本能を変異度上昇増加、ゾンビ移動速度探知範囲増加。なるほど。アドオンは結構面白そうだな。まあノーアドでやってみようか。ごめん、間違えた。マップ指定しなかった。勝手に飛ばないかな。飛ばなかったら戻るわ。すまん。勝手に飛んでくれ。あ、メメントもそうだね。持っていこうか。ライトボーンは新パーク無効化できるのがどうだろうね。できそうだけどな。マップすごい久しぶりだよね。いつぶりだ？去年1個も出てない？もしかして。サイレントヒルから1個も出てないよな。はい、すいませんでした。あ、サバイバーのオーラが見えるね。すごいね、このパーク。パークの効果1個検証できました。ラクーンシティ警察署。もうこれ外していいかな。ちょっとパークをさ、試合中に効果見れないから分かんなくなっちゃうんだよな。発電機蹴る、生存者を通常攻撃で瀕死状態にする、爆発するか。効果めっちゃ難しいな。なんでもいいんだけど、パーク。あ、今こそ斬新タクティクスの出番。いや、なんか見える系がいいな。でも堕落持ってこう。あ、迫害持ってって効果チェックするか。サージと迫害持ってくか。蹴って効果がどれに乗るかだな。まあ乗らなそうだけどね。初心者の表記モードってなんだ？でも斬新タクティクス逆になんか見づらくなりそうだからやめとくわ。どんだけ箱増やすねん。
あ、サバのパーク対策でライトボーンも見ていくか。ちょっと1回にできることが限られてるんで、ロビーに戻ったらやってないことをちょっと教えてほしい。設定から初心者モードにできる。そうなの？まあ、とりあえずマップ散歩してみますか。マップ散歩して一周したら能力検証しよう。でもこれマップ散歩したらゾンビいるんでしょ？2階建てだな。むちゃくちゃ重いんだけど。あ、ゾンビ見えるんだ。おお。むっちゃ痛そうなんだけど、右手。これ脱出ゲート固定か？俺 R1 やってないからマップわかんねえんだよな。ちょっと離れといてもらっていいですか？チェイス音がうるさい。かっこいいけど。脱出ゲート固定かこれ。もう一個どこだ？誰だ吐いてんの？誰だ吐いてんの？3階あるんだが？ここ窓枠もしかしてやっぱり。何のテープやと思ったら窓枠だった。あ、この窓強くない？この窓めっちゃ強くない？だってキラーがここまで来てから飛べばいいんでしょ？あ、一応こういけるのか。回れるっちゃ回れるな。サバイバーかと思った。まあまあ左の窓飛ばれたらこう降りればいいのか。あ、EXIT って書いてある。この部屋の出口ってこと？裏口どこにあんだこれ。ちょ待って、地下あるんだが？あ、違うか、これ1階か。あ、びっくりした。ここが2階なのか。びっくりした。あれ、ゲート反対側？外もある！めっちゃ広くない？
やば、むずっ。これマップ覚えるのめっちゃ大変だな。みんなバイオやった方がいいぞ、これ。みんなバイオやった方がいい。覚えられん。あ、出口これか。あ、地下これ固定か？これマップ研究が進んだらなんか特定のキラー暴れそうだな。クソ強いたじゃん。やばいやばい。複雑さが尋常じゃない。これ窓じゃないんか。はっ、2階の上もあんの？チェイソンクソかっこいいな。多分大体一周したけどめっちゃ難しいね。めっちゃ難しい。行き止まりのパターンがやばい。これマジでバイオやった方がいいわ。これ窓枠なの？パークを試してみようか。あ、すげえ一撃キックだ。あれカラス飛んでない？誰かこれで発電機黄色くなるじゃん。何台か蹴ればいいのか。ちょっと蹴らして。はっ、やられたわ。あれ今それ発電機触った？あ、関係ないな。発電機触るじゃなくてダウンさせるだもんな、発動条件。あ、ゾンビ死んでる。この状態で通常攻撃ダウンだっけ？お、爆発した。で、これ今サバイバーにデバフも乗ってんのか？あ、ギポンさんスーパーチャット1000円ありがとうございます。感謝、ありがとう。今忘却ついてる。忘却ついてるな、ありがとう。これを当てると、あ、今もう感染してんのか。感染してない人に当てると能力ゲージがたまる。これでレベル2。攻撃どんぐらい伸びたんだろう。伸びた？マス目で検証したいんだけど、ちょっと伸びてる気はするけど。
ちょい伸びたぐらいかな。あ、これ3になるとどうなるんだっけ。3になるとどうなるんだっけここで能力見れないのがきちいんだけど。でもこれ板貫通するんでしょ確か。あ、3で板壊せるのか。あ、攻撃自体も貫通するんだ。で3になったら板と破壊可能壁を壊せると。あ、でも板貫通すんなら強いんじゃないこれ。てかこれ構えてる間移動速度変わんなくね。いやちょっと遅いか。あ、ちょっと遅いな。てかサバイバーこれもしかして板当てなかったら対抗手段ない？ゾンビに対して。ライトくらいしかないんじゃないですかね。ライトもスタンさせられるだけです。ライトはスタンするだけで消滅はしないのか。しないですね。複数回やるか真っ向勝負かが決めて。ああ、真っ向勝負か。なるほど。あと強行手段強そう。対抗手段ないのすごいなこれ。遅いけどゾンビの足速くなるアドオン使ったらもしかして壊れる。てかこれチェイス相当強くない？あ、ちょっとみんな一回結成でさ回復してほしいんだけど。これサバイバーが回復するかゾンビ潰さないとレベル3いけないわ。普通にサバイバー4人殴って今ゾンビ2人ぐらい潰したけどレベル3にはなれないので。やべ、下への降り方がわからん。あ、これ窓枠なんだ。ゾンビさーん。あ、結成使うと殺人鬼の本能で見えると。これで3になりました。見た目変わった？サバイバー側から見た目変わった？これ腕がなんか海みたいにキモくなりました。なるほど。けど分かりづらいです。あー、まあよく見たら分かるぐらい。ちょっとじゃあチェイスしますか。三角とデモゴルゴンの中間みたいな使い勝手かもしれない。あー、惜しい。レベ3までいったら強いかもな。これ3までいったら落ちることないんだっけ。1回やるタイプかな。あとは低いオブジェクトの上通るかだな。これなんかいい感じの低さのオブジェクトなかったっけ。オートヘブンの板ぐるみたいな。あ、なんか範囲さらに伸びてない？あ、こんなもんだっけ。これ貫通する？もしかして。あ、当たるわ。強いなこれ。
てかもしかしてこれ壁越える？ここ立って、ここ。さすがに壁はダメか。さすがに壁はダメっぽい。窓なら越えそうだな。窓は越えるけど壁は越えない。もう壁は越えないな。板窓は越える。板窓越える。視界が通るオブジェクトは越えるかな。どこが越えてどこが越えないのか分かんないな。あ、これ複数当たり判定ある？一人しか当たんないんだ。ちなみにチャージから撃つまではトリスタぐらいかな。最短でこれだからトリスタぐらいだと思う。これ生垣は通らないのか。ちょっと外出れます？こっち。こっちっていうのがどっちなのか伝えづらいんだけど。あ、こっちっす、こっち。あ、ゾンビそこに止まってるとこれチェイスできない？もしかして仕事すんの遅えちょっと外行こう。こっち誰かついてきて。この生垣は貫通しないかな。ちょっとここのじゃあ真ん中に立ってもらっていいですか。ダメだな。これハントレスとかみたいに上通るオブジェクトとそうじゃないオブジェクトを見分けなきゃいけないな。多分ハントレスが通るとこは通るんじゃないかな。これはでも多分強いぞ。トリスタを初めて使った時の頭にハテナ浮かぶ感じがないね。今んとこ多分普通に強いと思う。あとは立ち回りはどうやって感染度早く3に上げるかだな。一発目のこの触手攻撃当てるときはダメージ入らないから、1人目を触手当てるのか殴りで早くダウン持っていくのかみたいな、その辺の立ち回りが多分大事になってきそう。まだ釣られてない方こっち来てもろてメメントしようよ。結構当たり判定狭いなこれ。しっかり真ん中のラインに入れないと当たんないわ。釣ってる人は感染するのか。しなそう。今感染してないレオンはこの人。ちょっと釣ってから当ててみよう。あ、救助しないで、救助しないで。釣り数に余裕がある人がちょっと回復してほしい。感染を試せなくなっちゃった。そしたらウィズさんは感染にダメージブーストあんのかを試させてくれ。ここで当たってダメージブーストあるのか。今直後に殴られたから分かんなかった噛み合わんマッ
プになんか薬もうなさそうに見えます。え、マジで使い切ったのないの？マジか。使い切ったら湧かないのか。それ強くね？まあいいや、とりあえずじゃあメメントしてみよっか。真ん中のホール行きましょう。確かに上限表記あったな。へえ。じゃあバチバチ感染させるだけ得じゃん。ちょっと待って、マップの真ん中がどこかわからん。これネメシスレベル3になってから手つけられなくない？サバイバー。では皆さん離れてもろてとくとご覧あれ。かっこいいじゃん。顔踏みつぶすところはさすがに見せられないようなんだな。あ、男の後に男メメントしてもな。ジルメメントしよう。じゃあ隣へ並んでいただいて。あ、てか感染してると今更だけど服青くなるんだね。あれまだつられてないじゃん。あれまだ釣りす余裕ある。ヨッシーさんゼロ釣り？救助頼む。釣り救助頼む。あー、レベルによってメメントが違うんじゃないのか説。あ、ところでさっくり試したけど多分サージと迫害乗ってないよなこれ。心拍ちょっとどいていただいて。ゾンビ寄ってくるんだけど。本当だ、スターズ言うてる。これ相手スターズの人じゃなかったらスターズ言わんのかな。あ、レオンは言わなかった。あ、ジル専用ボイスなんだ。あ、ウィンスモーク王子さん1220円スーパーチャットありがとうございます。感謝。一足先に失礼します。おやすみなさい。ジル限定ボイス。
あ、ゲート開けたかった。そうか。ちょっとやってみるか。次は、ライトウォン持ってく？あ、抜けなきゃいけない方は全然抜けていただいて大丈夫ですよ。時間も時間なんで。代わりに入れる方がいたら嬉しい。これ今誰が抜けたんだ？あ、初心者モードとやら。あ、これ？ロビーとロードアウト画面で初心者向けヒントをすべて表示します。なるほど。確かにヒント出てるわ。ヒントというか。説明文だね。ハッチは地面に触れていればいいから、さっきの2回扱いじゃないんじゃない？多分下がないからじゃないかな、そこの。他入れる方、ディスコードにいる方が優先で。あ、入ってくれた。ありがとう。イラプションはサージ迫害乗らなそうだったね。これ悪くないと思うけどな、集団ヒステリー自体は。アドオン試しますか。今見た感じ、汚染されたら忘却強くない？だって感染状態だと心音聞こえないわけでしょ。室内アップでこれ強くない？隠し要素ありそうだよな。ゾンビの再出現時間がかなり減少、移動速度そこそこ増加。ケースのロック解除した生存者のオーラ12秒見えるもん、これ結構いいよな。サプライケース1個減らす。サプライケースってデフォ何個あるんだろう。ゾンビの再出現時間減少。発電機修理完了すると30秒間ゾンビ速くなるやつ持ってくか。これマインドブレーカーとかあったらやばない？普通にパークビルドしていっていい？これやばそうじゃない？
感染したらワクチンの箱がオール封される。なるほど。多分序盤はバシバシゾンビ潰した方がいい気がするんだよな。レベ3に上げたいから。あ、ライトボーン忘れてた。まあいいや。ちょっと試合してみようか。普通にやってみよう。みんな普通に試合して大丈夫です。あ、スタングレネード見れなかったな。試合中に見れるといいけど。破滅どこかわからないかはジェルの新パークがあるかどうかにもよる。秒で壊れるかもしれない新マップなのに。ちなみに今発電機ついた後30秒ゾンビ最速構成だよ。これとことん隠密されたら探すの大変そうだな。これでダメージ食らうようになって、いや強ない。いやこっち行けねえんだ。やべえ、マップがわからん。ゾンビがおるで。ゾンビがおるでなああれこれゾンビパンチで倒したらもしかして上がんない？変移動。まだ届かないな。普通に殴ってその部屋罪なのでは。感染してもろってゾンビがおるでこれいいな。ゾンビ今のコンボめっちゃ良くない？ゾンビリスポーン早っ。アドオンの効果か。てかこういう階段にいるやつがほっときゃいいよな。賞味
これ行き止まりになるのめっちゃ強いんだけど、まあいいや、殺しとこう。あんまりでも感染度変異度上がんないな。やっぱサバイバーに当てなきゃダメか。ゾンビ潰した時の変異度上昇のアドオンあったよな。あれなんで板壊れた今。俺まだレベル2なんじゃないのこれ。表示バグってない？もう俺レベル3か。表示バグかなこれ。あれでもまだ上がるな。なんだ？なんで壊れた今。当たらんのこれ。あ、2で板壊しで3で射程伸びるんだ。なるほど。十分強くないじゃん。2で板壊れるんだったらもう全然。ナイスゾンビ。2で板壊れるんだったらもっと強いと思うんだけど。ゾンビマジ仕事するな。スナイプだからか。この試合ゾンビダウン3回目か。2ダウン目か。足跡が見えなすぎる。救助いってるね。なんか足遅くない？なんか足遅くない？足遅いんだけど。レベル3になったら 4.4 になるとかないよね。治らないんですけど。おい、一生追いつかねえじゃん。 4.4 より遅いぞこれ。治んないこれ。なんとかしてなんとかして治んないっすか。足遅っ。ナースより遅いのではこれ。なんか追いつける気がしない。どうしよう。板越え中に触手当てたから遅かったな。まあツインズも実装時死ぬほどバグってたから、あれに比べればマシか。担ぐことによって治らないですか、足の速さ。いや治んないわ。ストレスやばし。
あ、確かにちょっとイタスタン食らいたいな。治んないかな、なんとか。ナイスゾンビ。マジで一生追いつかん。この窓強っ。いけゾンビ、やっちまえ。くす。クソ強いんだけどこの窓。ほんでもって俺は一生追いつかないんだけど、足遅すぎるんじゃ。あ、ここ例のトイレ。ちょっと試合にならんので終わっていいっすか。試合にならん。追いつけんわ。これ今ゾンビ速度速い状態じゃない。サバの歩きぐらいあんのかな。通電ゾンビ集合見るか。とりあえず通電お願いします。あ、ちょっとイタスタンもらっていいとこか。誰か一旦試合にならんので、どっかに板ねえかな。あ、ナイス。さあゾンビは爆速でゲートへ向かっているのか。これは板連れてってください。横通るだけで根気されるな。治らん。俺はゾンビがそっちにいるぞ。え、治った。あれ、いや治ってないわ。すまん、気のせいでした。スタングレネードちょっと投げてみてほしいな。スタングレネード持ちの方、おお、ちょっと投げる瞬間が見たかった。投げ方が見えなかった。全然スタン中だったから。スタングレネード持ちの方、玄関ホールへお集まりください。のそのそチェイスしてる。あ、爆竹と同じで落とす感じだった。スタングレネードをお持ちの方はいらっしゃいませんか。これもう一人のレオ持ってないのかな。ほぼ一緒でしたよ。爆竹と一緒でした。はい、一緒でした。だそうです。
テストサーバーのサバイバーの声はだいたい既存のキャラが声当ててるんで、多分実装時とは声違うと思う。爆竹と一緒なんだったらまあ別に壊れてるほどではないかな。そもそも爆竹の性能がそうでもないから、だったら爆竹持ってきたらええやんって感じな気もするな。これ誰の声だろう。でかい横幅。画面3分の2ネメシスじゃん。ちょっと屋外マップ行ってみるか。今のバグになるとちょっとどうにもならんな。汚染されたら忘却と、ゾンビの再出現時間増加、減少と移動速度上昇を持っていってみましょう。お楽しみ、別にもう効果は持っていかなくても分かると思うけど、特殊攻撃だとトークンたまらなくて、そうじゃないとたまるは一緒だと思うけど、まあでもこいつは強そうだね。お楽しみ。デモゴルゴンと似たあれを感じる。発電機キックのライトボーン試すか。なんかスタンしなそうだけどな、ライトボーンあったら。あれどこ行った？把握がありすぎて見当たらん。ライトボーンとお楽しみさーん。サバの真っ向勝負でゾンビ倒せますか？多分倒せるんじゃないかな。板スタンで潰せるから。なんだっけ、地雷仕込むパーク持ってる人ちょっと教えてほしい。これちょっと試そう、この回は。ネアです。グレネードはありますが、地雷はないっす。はーい。地雷仕込める人いますか？込めます。じゃあ、溜まったら教えてほしいです。あれゾンビちゃん？湧いた湧いた湧いた。そっか、破滅あると蹴れないのか。ごめん、ちょっとトーテム壊してもらっていいですか？すいません。トーテム1個、ここの丘の裏、こっち。1人壊してるわ。もう一つ固有の中か真横ぐらいかな。
待って、宝箱は他のマップでもこれになったの？ゾンビちゃん仕事してよ。そこにサバイバーいるよ、ゾンビちゃん。押せ。あ、これワクチンボックスか。なるほど。なるほど、なるほど。あ、オッケー。で、仕込めますか？地雷。じゃあ地雷こっちに仕込んでもろて。3秒以上直さないと仕込めないんだよ。行くぜ。はあ、スタンするんだが。目は白くならないけどスタンするんだが。スタングレネードをお持ちの方は来てください。溜まったら。あ、持ってる。あ、すげえ。ちゃんと手に持ってるの見えるんだ。投げ方は爆竹と一緒？なるほど。地雷仕込む方がやばいな。スタングレネードは大したことないかも。この感じ。ちょっと爆竹より爆発遅かったかもしれないな。長くない？壊すの。パンチ1回だから長く感じるだけかな。プレイグみたいな感じか。これ結構当てんのむずいわ。いや、むずい。マジすぐ避けられる。板窓じゃないと当たんないな。あー、ここは通らんのか。え、これ通る？あ、通るわ。多分マジでハントレスとかと判定一緒なんじゃないかな。見えてるとこは通るんだ。マジで避けられる。狙い目はやっぱ板窓だね。あ、ゾンビちゃんが板ぐりに来たぞ。いいぞいいぞ。やっちまえ。ああ、強いゾンビ強いゾンビちゃん板ぐり来ると強いな。ただ自分でコントロールできないのが問題だけど、いいとこにゾンビ来るといいな。ランダム要素としておもろいかも。レボ3。こことか罪なわけ？もしかして
板には阻まれるのか。罪なわけ。キャンセルはねちょっとスタンがあるね。三角ぐらいかな。でも足遅くはならないから、これ織り交ぜたらだいぶ強いと思うけど、さすがに届かんか。触手の軌道分かりやすいけど見てからは避けれないと思うよ。見てから反応して避けれるスピードではないと思う。これで積み。あ、ゾンビでお楽しみたまりますか。止まりません。レベル上がったら強いな。この感染してない人がオブセか。遠くにためよう。これオブセ、あ、違うな。お楽しみ相性いい類だと思う。結構届くね、レベル3。ああ、釣ってから感染するか試してないな。感染してない方、未感染の方、あ、いたいた。まあ基本板窓に強いキラーは強いよな。さすがにダメか。さすがにダメっぽい。今の殺人鬼の本能は何で見えたんだ。あ、結成使ったのか。なるほど。地下階段にゾンビ来たら最強だな。確かに。よし、なんとなく検証できた。ちょっとじゃあ試合してみようか。今回感染すると忘却のアドオンがついてますね。ベリーレア。これ強そうだね。お、じゃあちょっと試合してみようか。デフォは別にデバフなくて
感染した瞬間から数秒だけかな、数秒か数十秒か分かんないけどだけ行動不能効果、発電機触れないみたいなやつだと思う。それ以外は、感染したらネメシスの攻撃が当たるようになる。感染してないと攻撃がダメージにならない。ネメシスもゾンビも。だから基本感染させないと特殊攻撃で殴れない。マップどこでやろうかな。コールタワーでやってみるか。バランスいいし。このまま。忘却じゃなくて触手でゾンビ撃破の変異度上昇をつけてみよう。室内マップのゾンビやばいと思うな。毎日精度変わるのは実装されてからじゃないかな、多分。今日話してた話は全部次のチャプターの話だと思う。もう一人いたな。倒すか。止まり。これお布施だ。届かない判断したら触手当てればいいのか。でレベル2でしょ。あーもったいね。普通に行けばよかった。くー。おい、これ強ない？レベルアップのサバが聞こえると思うよ、多分。ちょっとアドオンの効果を4分の1いかないぐらいか、1人で。てかトーテム破壊早すぎて草。感染解けてないもんね。
やべ、普通に殴っちゃってお楽しみの効果が。射破滅が即死すぎるのよ。届かんか。これでレベル3。ナイスゾンビ。いいねゾンビ。発電機が早すぎるのよ。もったいね。うちの PTB のサバイバーみんな発電機本気だからな。いつもキラーが強いのか弱いのか分からなくなる。お楽しみ腐っちゃった。もったいね。よいしょ。離れるか。まあお楽しみいらんな。どう考えても普通に遅延積んだ方がいいや。離れんの早え。徹底してるんだが。まあワンパンではないから爆発力はそうでもかな。発電機早すぎてもうどうにもできねえや。
これ窓届かないか小屋。あ、届くわ。室内マップマジで強そうだな。おっ、フック横にゾンビいるのってどうなん？青い服の人完成してるかどうかわかんないんだけど。咳込みと左側のステータスで見ろってことか。ああ強いねゾンビ。あ、これただヒットしないからな。2人に当たってくれればいいんだけど。あ、なんか飛んだ。複数人に当たってくれると強いんだけどな、触手。あ、てかサバイバー、そりゃそうか、俺の声聞こえてるもんな。どこで何してるか全部続けだわ。マップ変えてみるか。トリスターより弱いキラーはいないよ。レッカーズヤードでやってみよう。アドオン何がいいんだろうな。まあ、室内強そうなのは分かってるけど、基本的に引くのは室内じゃないから。これさ、翻訳ミスじゃない？触手攻撃でゾンビを撃破した時の変異量がそこそこ上昇するが、あ、こっちかなりでこっちそこそこか。2つつけてみるか、じゃあ。普通に遅延を積むか。これでも良さそう。音声ミュートしてあります。ああ、僕がミュートするんで大丈夫ですよ。一回普通にやってみよう。サバが感染直す必要性あまり感じない。まあ、ダメージ受けちゃうからな、チェイス中。まあ、でもそれを差し引いても、チェイス力ぶっ
壊れてるではないから、まあ確かに感染直さずに立ち回ってもいいかもしれない。いやーマジむずいな、当てんのこれ。とりあえず一人つらんと始まらんか。いつ変異度を上げていつダウンさせるかの選択がシビアだな。触手構えると足遅いですよ、当然ながら。ちょっとこいつでレベル、ゾンビどこ行くねんマジでAI レベルが低すぎるせめてマップの内側を歩いてくれ。室内じゃないと微妙いな、ゾンビ。いや、なんかダウン取れちゃうな。感染度上げるとき上げといて、まあ、そうか、思考力高いゾンビいたらもうネメシスになっちゃうか、それは。トーテム壊れるのマジ早えな。ストライクあんのか。これ当たんないのか。レベル3パスは終わついちゃうか。やべえな。ダウンペース言うほどだな、本当に。
はっ。今のはゾンビがいい仕事した。足遅くなるからここも届かないか。ダメだ、発電機早すぎて何もできん。能力溜まる前に試合終わっちゃうわ。障害物越し全部見えてそうだしな。ここは強いな。こういうとこは強いんだけど、まあ準備に時間がかかる分妥当といえば妥当か。ゴリ押しが過ぎる。これ板に座れて当たんないのかな。屋外のゾンビ空気だな。空気。感染のレベル上げるためのあれぐらいなんだけど。ゾンビの探知範囲上昇ハードン使ってみるか。新チャプターが来ると絶対にお楽しみと雲とずさんどうですかの人いるんだけど、基本を覚えておくといいよ。通常攻撃には乗る、特殊攻撃には乗らない、以上。それを覚えておくと新パークが来ても混乱せずに済みます。忘却とどれっつったっけ。
これか。どういう時がゾンビのあれが殺人鬼の本能反応するんだっけ。背景何も書いてねえや。まあせっかくだからシマップでやるか。高速移動がないからチェイス力が本当に高くないとあれなんだけど、事前準備がいらない分三角の方が強いかもしれない今んとこ。でもマップによってはゾンビがいい活躍をしてちゃんと戦ってくれるかもしれないみたいな感想かな今んとこ。立ち上がりが弱い。レベル3にならないとチェイスで触手攻撃正直使えないんだけど、チェイスで触手攻撃を使うためにレベル3にするまでに何発短い射程で当てなきゃいけないんだろう。多分レベル1から2が3発ぐらいだったよな。もうちょっとね、なんか能力貯める方法があると良い気がするんだけど。まあ 4.6 の時点でトリスタイルは強いよ。あ、なんか重いなこのマップ。やべ、道がわからん。行き止まり来ちゃった。絶対サバこっち側いないんだけど。トーテム死ぬのがマジ早い。心拍ついてたっけ誰か。これ通る？通らんか。こいつ不死破滅死んだら話にならんのだけど今んとこ立ち上がりが遅すぎる。あ、まだ1じゃ壊れないんだった。いやー、ちょっと微妙じゃない？変異度を2に上げるまでに試合が半分ぐらい終わりそう。鬼はただ攻撃すればいいから能力貯めるの簡単なんだけど、こいつただ攻撃するだけじゃ能力たまんないからな。あの難しい短距離触手攻撃当てないと。能力がたまらないから。いやー、どうだろう、これサバイバーが分かってると能力貯めてる暇がない気がする。ゾンビ狩りで上げないといけないのか。でもゾンビが遠くにいたらどうにもならんしな。これでも5分の1ぐらいでしょ、たまるの。アドオンついてないと。
ああ、こっち上行けないんだ。マップが難しい。なんか能力の文面だけ見ると強いんだけど、試合すると強さを発揮する前に試合が終わるって感じだな、印象は。足跡がわからん、全く。だってレベル1の触手怖くないもんね。ハントレスと違って当たり判定ないから最大まで回れるもんな、触手構えたら。当たってもダメージないから。いやー、期待値と比べるとちょっと弱いな。なんで？あ、ゾンビナイス。短い板倉触手構えちゃダメだな。いや、ここまで来てだってまだ変異度1だぜ。戦えんだろこれ。ゾンビの探知範囲ってやつも誰も反応しないな。これどうしたら反応するんだっけ、ゾンビの探知範囲って。感染した人が近くにいたらだっけ。あ、ゾンビが探知する範囲が広がるってことは、サバイバーが付近に来た時にそっちに寄るってこと？ゾンビあと2体ぐらい増やすか、変異度上昇にバフをつけないとちょっと戦えないな。あ、メメントすればよかった。ちょっと邪魔です、ゾンビさん。見といてください、これ。本当にでも初手使った感想強いけど試合すると弱いって感じ。今んとこその説明がしっくりくるな。あとマップがクソむずい、ここ全くわからん。よいしょ。レベルが上がってからは強いんだけどな。
マジで上げてる時間がない。お、発電機死ぬほど固まった。でもここから2階ってどうやって行くんだろう。こっちの行き止まりが激しい。これ2階ってこっちから上がれないのかな。マップ角とかから上がりたいんだけど、上がれる場所がわかんねえ。真ん中の階段しか行けないのこれ。そこに1人いる。階段ここと中央と外回りはないのかな。あ、ここにあんのか。わかりづれー。どっちも当たらないのそれ最悪。むずいな。使いも倒しきってから使わなきゃダメか。触手ゾンビが探知してた。これ何の条件？いや、ゾンビ探知じゃないな。これ結成使った探知か。やべ、どっから下降りるかわかんねえ。いや、下やってんのわかるのに下降り方がわかんねえ。このまま通電しちゃうんだけど降り方がわからなくてあ、ここに穴あるじゃん。きたー。これスタン長くない？無理やり直されたんだけど。はっ、あれ2回蹴らなきゃいけないのマジきついよ。地雷パークほんとやばいなあれ。曲がり角の足跡が分からなくて一生追いつかない。いやー、レベルが3になる頃にはてかレベル3になってないしなこの試合なんならレベルが3になれない。なる頃には終わるかなって思ったけど、試合終わってもレベル3にならんわきつすぎ。
いやー、バランスむずいだろうな。最初から3だとちょっと強すぎると思うよ。三角が空気だもん。雲な、予想ではトークン普通に触手で全部減る割には貯めるの難しいっていういつものパターンしか思いつかん。ナイスゾンビ。そうだね、問題はレベル3になれないことだから、それが慣れるようになれば別に全然使えると思うけど。ダウンしてる人も感染しないよな。感染してほしいな。メメントは巻き戻してもらえば見れます。あ、まあせっかく持ってたから使えばよかった。忘れてた。サバイバーパーク、なんかキラー目線で見たけど、サバ目線じゃないと分かんないのあるっけ？ね、ついにはレベル3になれなかったね。でもチェイス中に触手当ててたら多分終わんなかったと思うんだけど、そもそもチェイスが。発電機の場所と板ポジが把握できれば十分。それでもきつかったけどね、サバイバーが場所分かってなくてもトーテム秒殺だったし、あと一歩って感じ。まあなんかブライトのテストサーバーの時の感じがちょっとするかな。ブライトもなんかやりたいことは分かったんだけど、操作性が悪すぎて PTB めっちゃ弱かったから。仕事があるので落ちます。はい、ありがとうございました。ジルの当店パークの使用感。ああ、そうか。ちょっと誰かキラーやってもらえますか。トーテム速くなるやつ使ってみようか。スタングレネードはもう分かったから爆竹ってことが。地雷。
いや、地雷がマジで強いぞ。まあ、オポでいいか、とりあえず。パーク何か言います？いや、とりあえずいいんじゃないか。サバの地雷とカウンターホースの使用感が知りたいんで。地雷でイタチ空振りは結局どうなのか。5秒ぐらいスタンした上にもう一回蹴り直しが必要だったから、残り秒数が10秒切ってたら間に合わないかもな。警察署ブライトやばそうだね。ちゃんとマップ把握できたら直線通路で突進できればいいわけなんで、なんとかなりそうっちゃなりそうだったけど。地雷は1発電機あたり1人までだった気がする。発電機スタン中蹴れないね。ライトスタンだけじゃなくて完全にサバ落とした時のスタンと同じぐらいのスタンもしてる。今ゾンビいなかった。トーテム1個壊してからかな。地下ここ、あ、こっちの地下塞がってるってことはもう一箇所地下あるな。さっきここだったよね。地下の脇パターン2箇所以上あんのか。いや2箇所かな多分。このキーンって音何？キーンって音何？チェイス音か。What？ おおびっくりした。ゾンビマジホラーじゃん。サバ目線のゾンビクソホラーゲーなんだけど。あ、これ感染だからダメージは食らってないのか。箱はマップに4つ。レベルが上がった音か。マップむずっ。この箱どうやって取るの？モーションこれかい。
ちょいちょい信用するの何なんだ。下か。地雷とトーテムやりたいのにトーテムも見つかんないし、キラー来るから発電機を回せなくてどっちもやれないんだけど観戦用のボタン出た。あ、この発電機が 66% いかなくてもいいのか。クールダウンどんな感じなんだっけこれ。あ、そうか。時間内に蹴られないと意味ないのか。すげえ走ってんな、ネメシス。一発もらって思ったトーテム1個も見つからないんだが。鍵が出た。ゾンビや怖すぎ。当店マジ1個もないんだけど。机の下とかに多いらしい。この窓強っ。マップマジで広いな。トーテムが見つからないんですけど。行き止まりだし、ここトーテム探させて。あったあった。逆境ついてるより早いよな。これさあ、一瞬しか見えないんだ。オーラは2階だったね。こっちから2階上がれんのかな。あ、こっから上がんのか。
この辺だったということしかわからないんだけど。トーテムのオーラ表示時間結構短いな。あれどこだ？この辺だったよね。あった、これかな、見えてたの。これだんだん速くなるのか。次あれ、まあ、このマップだからよく分かってないけど、他のマップだったらめっちゃ速攻壊れそうだな。初見マップだからこれのだけで。慣れたら十分だね。あ、これか。あっちの右下。これで4つ目。どのキラーもそうだけどチェイス音めちゃくちゃうるせえな。キーンって音もチェイス音か。あれこの辺じゃなかったっけ、トーテム。わからん、新マップ。ムムム全然見当たらんのだけど。なんで俺の時あんなすぐ壊れたんだ。まあでもなんとなく効果は分かったな。ありがとう。トーテム壊してるならそれが遅延だしよくないか。いや、そもそも不死破滅はどうせ試合中にあったら壊すから、単純に時間短縮されるのが強いんじゃないかな。加算で 20% ずつ速くなるでしょ、壊す速度。今の日本は夏ですよ。まあこれもやっぱ役割分担できてるパーティー強化構成って感じよな。ソロで持ってくほどのパークかと言われると別にボロタイストの方が強いと思うけど、役割分担で1人持ってるときついよね。だから大会の時の刑事の直感みたいな意味合いだよな。イメージ的には。
あ、そういえばパッチノート開いただけで読んでなかった。でもバグフィックスだけか、ほとんど。CPU モードが追加されましたぐらいか。チュートリアルおもろかったね。まあサバイバーパークはちょっと地雷がやばそうだなっていう感じかな。レオンのパークはまあそこまででもっていう感じな気がします。でキラーパークはキャラによっては集団ヒステリーが使えるかなって感じだけど、他はちょっと微妙いな。イラプションもキャラによっては使えるのかな。何個も蹴っといてダウン取ったらまとめて壊れるってことだよね。まあ90秒クールタイムのパークは試合中使えて3回ぐらいだから、仕込んで殴ってダウンしてから90秒でしょ。で仕込み始めるまで90秒だから試合中に使えて2回ぐらいじゃないかなこれ。迫害乗らないっすね。さっき試したけど。血族範囲内にゾンビいるとどうなるんでしょう。どうなんだろうね。見えないんじゃないかな。キラーから見て白表示だったよね、ゾンビって。うん、まだサージの方がいいんじゃないかな、全然。で、キラー能力は、まあ、ざーっと使ってみた感じ。書いてあること読んだら強いし、レベル3になったら確かに能力強いから強いんだけど、普通に試合してるとレベル3にするまでの道のりが長すぎて、レベル3になる頃には発電機残り1とか下手したら試合が終わっているので、ちょっと調整があと一歩欲しいかなっていう感じかな。なんとかレベル3まで上げる手順がもう少し短くなれば全然戦えると思う。まあ鬼と近い感じかな。まあ鬼みたいなダッシュはないけど、序盤でレベル3になればマイケルと違って落ちることはないから、チェイス力爆上がりだし全然強いとは思いますがって感じかな。まあ、環境を考えるとそんなことしてる暇ねえって感じ。ウルアドはこっちは使ってみたけど、なんかまあまあ確かにちょっと早くなったなぐらいだったかな。ワクチン使用時12秒間無防備も一応殺人鬼の本能は見えるからあれなんだけど、でも12秒はちょっと短いな。ツインズと同じだとしても30秒にしてほしいねこれ。そうだね、感染しててもデメリット少ないよね。ワクチン使うと1バルのリスクをと次もう一発感染させられるための負傷ブーストが入るのの天秤にかけてどっち取るかか。わざわざ遠くまで箱探しに行って箱開けて時間かけて血清打つほどのデメリットじゃないよな。三角とデモゴルゴンだったら最初から攻撃食らうしね。
あと触手攻撃は多段ヒットしないんで救助狩りもできないっすね。ああ、そうだね。直したらキラーが強くなるチャンスを与えることになるな。直す理由ないな、今んとこ。なんか実装時のプレイグと同じ匂いがする。触手一発目でサバイバーブーストしますね。強化ポイントとしては、まあさっきも話した通り、どうやってレベル3まで早く上げれるようにするかっていうので、一発サバイバーに触手を当てた時のメーターの増加をもっと増やすか、ゾンビ倒した時の増加をもっと増やす、まあ、あとは触手多段ヒットにするみたいなところは必要かなという気がしますね。救助されてサバイバーも完成したままですよ。ゾンビ攻撃で歯でかわせるのかな。サバでやんなかったから分かんないな。タイミング完璧ならかわせそうだけど。最弱ではないんじゃない？まあ最悪普通に殴ればいいから。いやでもどうなんだろう。普通に殴ればいいんだったら別に 4.6 全部そうだもんな。そんなこと言ったらトリスタの次に弱いぐらいになっちゃうのか。マップと展開によっては。序盤にゾンビにわざと噛まれて4人そのムーブしたらネメシス強化できる。確かにゾンビ潰すしか強化される方法なくなるな。それ完全対策なんじゃない？スタートした瞬間ゾンビ見つけたら一発もらって感染して、感染段階だとダメージ入んないから、自らゾンビに感染させられることによってネメシスのレベルを上げさせないっていう完全対策ができるかもしれない。それやばいな、やられたら。初手ゾンビ狩り VS 初手ゾンビ探し。一応ゾンビ倒せば上がるんだけど、1体倒して5分の1ぐらいだからね、メーターの溜まり方。マップの端とか端とかにどんどん湧いてる2体しかいないゾンビを10体倒すまでレベル3になれないって、そんなことしてる暇ないだろって感じなんだけど。R さんおはようございます。息子が遠足いいですね。みんな見てた感じの評価はそんなところかな。割とちゃんと検証もして普通に試合もしてみた結果なんで、まあ大まかなところはそんなに感想ずれてないと思うんだけど、他の配信者さんの感想聞いた方います？なんか僕の配信しか見てないですかね、みんな。他の方は何て言ってるんだろう。俺の感想は今んとこそんな感じ。まあでも PTB の感じを見るに、まあブライト味を感じるかな。なんかやりたいことはわかる。ただ一歩足りないみたいな。そんな感じ。そんなに楽しくはなさそうだった。ネメシスっぽくない能力。まあ、とりあえず RE2 と RE3 やるか。やってないから。本日と期待だけど、まあこの辺の感想を正しくやっぱ運営にフィードバックしたいので、しっかり PTB やった方は感想アンケートフォーム送ってほしいね。本家より顔長い気がする。
触手構えてデッドハード吐かせても触手を戻して攻撃するまでにクールダウンが三角みたいにあるから結局距離空いちゃうんだよ。あ、プラベ検証は以上ですか。ちょっとこの後僕ツイッチ移動して一通り説明を取って動画にしたいので、もしその時可能であれば多少能力説明だけお付き合いくださいって感じです。というわけで公式配信を見る放送からずっと PTB までやってきましたが、だいぶ長時間やったので一旦こんなところで終わりかな。6時間ぐらいやってた。で、ちょっとこのまま僕は動画作って昼までに出したいので、ツイッチ移動して、そっちで録画して編集をして雑談をしますので、まだ、新チャプターについて喋りたい方がいれば、ツイッチに来てください。というわけで、今日多分初めましての方もたくさんいらっしゃったと思いますので、よろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。で、この後ツイッチ移動しますんで、概要欄の上の方にツイッチのリンクがありますので、もしツイッチ見れるよって方は遊びに来てください。明日からももうちょっと PTB は触ろうかなって感じかな。というわけで、また動画をお楽しみに。では、お疲れ様でした。移動。